よし。それなら君が10年間アフリカへ行ってくれ。社長の叱咤激励に同僚が目を丸くする。え？アフリカって？どうした？君が彼の一大プロジェクトを引き継いでくれるのだろ？そうですけど、同僚が青い顔をして、しどろもどろに言葉を絞り出す。俺をうまいことをはめて、いい気になっていたのが嘘のようだ。高卒の仕事くらいすべて引き継ぎます。なんて人を見下し、自信満々に言っていたのはどこの誰だったか。卑怯なことをするからこんなことになるんだぞ。同僚の滑稽な姿を眺めてほくそ笑む。それなら罰としてこいつを行かせるべきかと。なんとか逃れようと俺になすりつけてきた同僚だったが、追い打ちになる事態が発生し、窮地に追い込まれることになり。俺の名前は大橋智文。工業用部品の生産を行っている会社で働いている。子供の頃、俺の家庭は裕福とは言えず、他の家庭と比べると明らかに貧しい家だったと思う。同級生がみんな持っているゲームを買ってもらうことができなかったし、旅行などにも行った記憶はない。しかし、俺はそれでも家族が大好きだった。父さんと母さんが俺のために必死に働いてくれていることが分かっていたからだ。家族3人で仲良く暮らして、俺は十分に幸せだったのだ。そして俺は高校在学中に高卒で働くことを決めた。父さんも母さんも気を使わないで大学に行けばいいと言ってくれていたが、早く自立したかった。高校を卒業し、就職をしてからは真面目にコツコツと働いた。大学卒の人より年齢も若く、経験も少ないからこそ、周りの人に認められようと思ったのだ。その結果もあり、俺は先輩にも認められて、いろいろな仕事も任せてもらえるようになっていった。俺はこの仕事と職場が好きだ。ただ唯一、同期の柳田と不仲ということだけが悩みの種だ。柳田は名門大学を卒業していた。高卒の俺でも名前を知っている大学だ。そんな柳田は高卒の俺を入社当初からバカにしてきた。へっ、お前高卒なの？低学歴にも程があるだろう。ほぼ初対面の俺に向かって鼻で笑いながら言ってきたのが柳田との最初だった。それからも柳田の俺をバカにする態度は変わらずで、ずっとバカにされ続けている。俺が必死に働いているのは、そんな柳田を見返してやろうという気持ちもあってのことだ。正直言って、柳田は仕事ができるタイプではない。それでいて、自分はすごいと自慢して、プライドばかりが高い。俺はお前と違って、名門大学を卒業しているんだぞ。俺に早く追いつけるよう、頑張れよ。そう言って、いつも俺に上から目線だ。実際に入社当初は、先輩や上司からも、名門大学を卒業していると、一目置かれて、ちやほやされていた。しかし、本格的な業務が始まると、柳田は簡単なこともできず、よく先輩に怒られるようになった。俺は怒られている柳田を見ても、馬鹿にする気もなく、自分も気をつけようと思うくらいだったが、柳田は違う。大橋、この前作ってくれた資料、すごく良かったよ。丁寧でわかりやすい。本当ですか？ありがとうございます。こんな風に先輩に褒められると、その後、俺が一人になった時を見計らって、わざわざ嫌味を言ってくるのだ。お前あんま調子乗んなよ。生意気なんだよ。高卒のくせに。なんでそんなこと言われなくちゃならないんだ？
最初はそんなことを言われるたびに嫌な気分になり気にしていたが、次第に相手にしても仕方がないと気にしないように心がけるようになった。しかし、1年前のある出来事で柳田との不仲は悪化してしまう。何があったかというと、大きなプロジェクトチームに俺が選ばれたのだ。大橋くんはいつも頑張っているし、他のみんなも大橋くんに参加してもらいたいと言っているんだ。そう言って上司に指名してもらったのだ。柳田はこのことが相当気に入らなかったのか、上司に納得がいかないと訴えていた。どうして大橋が選ばれたんですか？納得がいきません。大橋くんの日頃の仕事ぶりを見て決めたんだ。さっきも言ったが、他のみんなも納得している。いや、でも、大橋は高卒ですよ。どうして名門大卒の俺じゃないんですか？確かに君は名門大学を卒業している。それはすごいことだが、仕事への取り組み方、そして何より本人の適性も見て決めたことだ。柳田は自分が選ばれるべきだと必死に訴えたが、上司にきっぱりと却下されてしまう。プライドの高い柳田にとって相当苦痛な出来事だったのだろう。それから柳田の嫌がらせもエスカレートしていった。時間が経てば柳田の気も収まっていくと考えていたが、そんな俺の考えは甘く、一向に嫌がらせはなくならなかった。時には仕事の妨害をされることもある。少し席を離れている間にメールを勝手に消されてしまったのだ。しかもそれは急に入った会議のメールで、気づかなければ会議に参加できないところだった。先輩がたまたまその会議の話をしてくれて気づくことができたのだ。最初は柳田がやっていると決めつけるのは良くないと思っていたが、柳田が俺のパソコンを触っているのを見てしまった。確信した俺は柳田に辞めるよう直接言ったこともある。柳田、俺のパソコンを勝手に触ったりメールを消すのはやめてほしい。柳田を必要以上に魚でせぬよう落ち着いて俺は話した。しかし柳田は鋭い目つきで俺を睨みつける。はぁ？何言ってんの？そんなことはしてない。自分のミスを俺のせいにするのはやめろ。認めて謝罪をするどころか、そんなことはしていないと逆ギレを始めたのだ。ちょっと褒められたからって調子に乗ってんじゃねえよ。調子に乗ってなんかいない。仕事の妨害をされると取引先にも迷惑がかかる。俺は怒りを抑え、冷静に話すが、柳田は怒鳴りつけてくるだけだ。俺が名門大卒だからって、妬んで変な言いがかりをつけるなよ。しまいにはそう言って、その場から立ち去ってしまった。何を言っても伝わらないと思った俺は、ほんの一瞬でも席を立つときは、必ずパスワードを入れないと触れないようにロックして、消されないようにした。それからはパソコンを触られることはなくなったが、電話の折り返し連絡を報告されないなど、嫌がらせはなくならなかった。この時も取引先が不思議そうに俺に連絡をくれたことで発覚した。大橋くん、さっき他の方に電話をしてと伝えてもらうよう頼んだんだけど。申し訳ございません。もう一度かけていただいてしまって。身に覚えのないことを言われた俺は、なんとなく察して、大慌てで謝罪をした。同僚の嫌がらせだとは取引先には言えず、少し濁す。ははは、いいんだよ。大橋くんのことだから忘れているとは思ってなかったけど、少し不思議に思ってかけただけだから。取引先の方は、それほど気にした様子もなく笑ってくれた。これまで信頼関係を築けていたのだと少しほっとする。しかし、このようなことが続くと、もっとたくさんの方に
迷惑をかけることになると頭を悩ませる。車用携帯にかけてもらうように徹底するなど、できることは全部やって柳田に仕事の妨害をされないようにした。こんなことに悩んで時間を使うなんて実にもったいないことだ。どうして俺がこんな思いをしなければいけないのかとも思ったが、俺にできることは今まで通り真剣に仕事に取り組み、周りの人に信頼してもらうことだけだ。そう考えて仕事と向き合った。そんなある日のこと、俺と柳田は部長に会議室に呼ばれた。3億になる商談をどちらかに任せたい。部長は真剣な顔で俺たち2人を見ながらそう言った。俺も柳田もまだそんな大きな仕事はしたことがなく驚いてしまう。2人にはそれぞれで企画書を作成してもらって、いい方を担当者として選びたいと思っている。俺は思いもよらなかった話を聞いて体に力が入る。隣の柳田も俺と同じように驚きながらも体に力が入ったのが分かった。部長が会議室から去っていくと、柳田が俺に向かって口を開く。変なことして俺を陥れようとするなよ。俺は心の中でどっちがだよと思いながらも言葉には出さなかった。お前が今まで低能のくせに調子乗って生意気を言ってたことを証明してやるよ。柳田はいつになく強気な口調でそう言ってくる。俺もこんなチャンス逃すわけにはいかないよ。正々堂々と戦おう。俺は真剣にそう伝えたが、柳田はそんな俺を鼻で笑いながらその場を離れてしまう。散々ひどい嫌がらせをしてきた柳田には絶対に勝ちたいと思った。実力を柳田に認めてもらうことができれば嫌がらせがなくなるかもしれないとも考える。俺はその日から今まで以上に気合を入れて仕事に取り組んだ。数日後、俺より一足先に柳田が部長の元に行き企画書を提出した。企画書を保存した USB が見当たらなくてどうなるかと思った。なんとか仕上げられてよかった。部長に提出した直後、柳田が自席に戻りながらそんなことを言い出した。独り言のように言っているが、声の大きさが独り言の大きさではない。まるで周囲に聞こえるようにアピールしている感じで、それを聞いた周囲の人も不思議そうにしている。俺も少し不思議に思ったが、俺も早く提出しなければと、あまり柳田のことは考えないようにした。別の案件が立て込んでいた俺は、その翌日になってしまったが、無事に部長に企画書を提出することができた。あとは結果を待つだけだと、少し心が軽くなる。次の日、俺と柳田は部長に再び会議室に呼ばれた。こんなに早く決まったのかと不思議に思ったが、部長の顔はしかめており、怒っているようにも見えた。何事かと思いながらも、俺たちが椅子に座ると、部長が2つの企画書を目の前に置いた。2人の企画が全く同じ内容だった。え？どういうことですか？言っている意味がわからず、思わず聞き返してしまう。こっちが聞きたい。似ている案を出したとは言えないほど全く一緒だ。俺たちは目の前の企画書を見る。すると、本当に部長の言った通り、全く同じものだったのだ。俺が驚いていると、先に柳田が口を開いた。なんだこれ。おかしいです、こんなの。その声に部長はうなずく。疑いたくないが、これはどう見ても、どちらかが相手の企画書を盗んだとしか思え、正直に話してくれないか。部長はしかめた顔で、俺たちを交互に見ながら、低い声でそう言う。
俺は驚きで何と言ったらいいのかわからず言葉が出ない。部長もご存知の通り、僕が先に完成させて提出しました。こんなこと言いたくないですが、大橋が盗用したんだと思います。もちろん俺はそんなことは知っておらず、柳田が嘘をついていることはわかっている。しかし、柳田の表情は真剣そのもので、俺の目から見ても真実を語っているように見えた。名演技に驚き、感心してしまうほどだ。柳田くんはそう言っているが、大橋くんはどうかね。部長に聞かれたが、俺が言えることは一つしかない。僕は盗用してません。自分で考えた企画書です。俺は冷静に、真剣に、部長の目をしっかり見て答える。先に柳田にそんなことを言われてしまったが、俺は真実を言うしかない。部長、彼は嘘をついています。俺を陥れようとしているんだ。そう言って、一人で騒ぐ柳田。実は、企画データを保存した USB が見当たらないんです。大橋のデスクを探させてもらえませんか？柳田は張り切った口調で部長にそう提案する。そういえば企画書を提出した時に USB がなくなったとかなんとか言っていたな。俺もその言葉には聞き覚えがあった。誰もが聞こえるような大きな声で言っていたからだ。柳田の USB を見た覚えも触った覚えもないが、俺はすごく嫌な予感がした。部長も柳田の提案に賛成し、俺たちは3人で俺のデスクに向かう。部長が俺のデスクの引き出しを開けると、ごそごそと中を探る。その様子を嫌な緊張を覚えながら見つめていると、引き出しの奥から見覚えのない USB が出てきた。それです。僕の USB です。柳田が USB を見て声を大にして言う。俺は慌てて首を横に振った。僕はこんなの知りません。俺は必死に部長を説得しようとするが、部長は呆れた顔で俺を見た。USB が出てきたのに、君のそんな話は信じられるわけない。俺は部長に怒った口調でそう言われてしまった。まさか、手柄のために手段を選ばない奴だったなんて。柳田はわざとらしく、みんなに聞こえるように大きな声でそう言って、俺を非難した。俺はその場で部長に自宅待機を命じられる。こんな事態に全く納得ができないが、潔白を証明するのは難しいと感じた。どうすることもできず、俺はそのまま言われた通りに帰宅する。家に着いた俺は気落ちして何もする気になれず、そのままベッドに倒れ込み、先の見えない今後について頭を悩ました。だがそんな中でとあることを思い出し、スマホを手にする。これだけはしておかないと思った俺は、ある人へこれ以上力になれないかもしれませんと謝罪のメールを送った。すみません。何度も謝罪の言葉を繰り返しながら、その夜はいつの間に眠りに落ちたのだった。翌日、俺は会社からの電話で叩き起こされた。社長が直々に確認したいとのことで、会社に呼び出される。俺が到着すると、じきに社長もオフィスフロアにやってきた。もう一度話を聞かせてくれるか？社長がそう言うと、部長が今回のことを最初から説明する。そうか。それで柳田くんの USB が大橋くんの引き出しの中にあったのか。実際に入っていたことはみんなで確認しましたし、間違いありません。しかし僕は企画書を盗用はしていませんし、USB も触っていません。俺は社長にもやっていないことを
きちんと訴える。社長は少し困ったように考えている。君の言い分はわかった。だが、USB が出てきてしまった以上、何もなかったことにはできない。そう言って、俺の処分についての話になる。大橋くんはとても仕事ができて、私も信頼をしていました。抱えている仕事もたくさんあります。部長はそう話し始め、俺のこれまでの実績や、1年前から重要な案件を抱えていることを社長に説明する。大丈夫ですよ。高卒の仕事くらい自分が全て引き継ぎます。そこで柳田が自信満々にアピールする。こんなことをした大橋くんとはもう怖くて働けません。厳しい処分を与えるべきだと思います。俺、厳しい処分を訴える柳田に向かって社長が口を開いた。なるほど。確かに柳田くんが彼の仕事を全て引き継げるというのならば、会社としても遠慮なく厳しい処分を課せるな。任せてください。柳田の返事を聞いて、社長が一つ大きくうなずく。よし、そこまで言うなら、君が10年間アフリカへ行ってくれ。え？アフリカ？社長の言葉に柳田は目を丸くして固まった。そうだ。彼が1年前から携わっている一大プロジェクトも当然引き継いでくれるのだろ？そうですけど、柳田が冷や汗を浮かべてあたふたとする。どうやら柳田は何も分かっていなかったらしい。実は俺が選ばれた大きなプロジェクトとはアフリカへの事業進出だった。俺は貧しい家庭で育った境遇から、昔から世界の貧困問題などに興味があった。その中でアフリカについても勉強しており、詳しかったのだ。その知識を買われて、そのプロジェクトに選ばれていた。柳田はそんなことは知らず、大きなプロジェクトというだけで奪おうとしていたようで、中身を知って慌てている。そんな、アフリカなんて。さっきまでの勢いはどこへ行ったのかと思うほど動揺しているようだった。私が力を入れている事業でね、そんなに自信を持っているのならば頼もしい。君に任せようじゃないか。社長が満面の笑みで柳田に言う。それならば、東洋の処罰として大橋が行くのがふさわしいです。すると、今度はそんなことを言い出した。社長も、さっきまで俺の仕事を全部引き継ぐと豪語していたのに、そんなことを言い出す柳田に少し不思議そうだ。するとその時、同僚の一人が俺たちのところに近づいてきた。すみません。少しお話があります。この同僚は仕事もできて、周りからも頼りにされているが、あまり面識もなく、そんなに喋ったこともない。何を言うのかと思いながら耳を傾ける。先ほどから USB がどうのという話が聞こえてきたので、少し気になることがありまして。なんだ？遠慮なく言ってくれ。はい。実は、企画書提出の前日、人気の少なくなったオフィスで、柳田さんが見慣れない USB を自分のパソコンにつないでいるのを見ました。同僚の告白に一同がぎょっとする。それは本当に企画書提出の前日だったのか？はい。柳田さんが企画書を提出した際、USB がなくなったと大きな声で言っていたので、きちんと覚えています。同僚は冷静に淡々と話す。柳田さんの USB を見たことがあったので、いつものと違うな、と思いまして。その同僚は柳田と席が近いため、どんな見た目の USB を使っているのか分かっているのだろう。なくしたと言っていたので、
新しいものかとも思い、あまり気にしないようにしていたのですが、あの前日に使っていた USB を、それから柳田さんが使っているのを一度も見てません。部長も社長も少し顔をしかめながら真剣に話を聞いている。その隣で俺はハッとしてカバンを探り、中から一本の USB を取り出した。もしかして、それってこれじゃないか？あ、それだと思います。俺は他の人の USB と紛れてしまわないよう、あえて人があまり使わなそうな色の USB を使っている。それで同僚の記憶にも残っていたのだろう。俺は同僚の返事を聞いて、その USB を社長たちに見せた。これは僕の USB です。提出した企画データが入っています。同僚と俺の言葉を聞いて、社長と部長が鋭い視線を柳田に向けた。いや、もう一つあるんです。普段は自宅で使ってるやつで、同じ色なんですよ。あの日はそれを持ってきていて、そのことを言っているんだと思いますよ。柳田が厳しい言い訳を必死に言っている。それに社長は少し考え込んだ後、口を開いた。わかった。USB の接続履歴を調べよう。そしてどっちが嘘をついていたか、はっきりさせよう。社長の発言に柳田の顔はだんだんと青ざめていき、言葉をなくしていた。すぐさま専門家を招いて調査が行われ、俺の USB から比較書データが柳田のパソコンへ転送されていたことが発覚した。一方、盗まれたとされた柳田の USB は、俺のパソコンへの接続履歴がない。これで全て柳田の嘘だったことが判明し、俺の企画書を盗用したのは柳田だったと全員が知ることとなった。君がこんなにも卑怯な人間だったとは知らなかったよ。いや、違うんです。何が違うと言うんだ。ここに来てなおも言い訳をしようとする柳田を部長が一括する。なんて往生際が悪いんだ。呆れつつ柳田を見つめていると、そこに先輩が近づいてきた。普段いろいろと相談に乗ってくれている仲のいい先輩だ。すみません。この際なのでご報告したいことがあります。実は以前柳田くんが大橋くんのパソコンを触り、メールを削除していたことを相談されました。俺はこの先輩だけには柳田の嫌がらせのことを相談していた。その時もすぐに上司に話そうと言ってくれていたが、きちんとした証拠もないから言わないでいいと俺は答えていた。そんな俺を思って一瞬でも席を立つ時はしっかりパソコンをロックしろと助言してくれたのもこの先輩だった。なんだと？先輩の話に部長が顔を真っ赤にして柳田を睨む。これは一度しっかりと調査をしなければいけないようだな。そんな、動揺したのは認めます。すみませんでした。ですから、調査しないでほしいと？これはますます余罪がありそうだな。社長の言葉に柳田はうつむき、小さくなった。その後、社長直々に社内調査が行われ、お礼してきた数々の嫌がらせが発覚した。俺が正直に全てを話したのはもちろん、同僚の中にも何人かの目撃者がおり、この際だからとみんな知っていることを打ち明けてくれた。確実な証拠がなくて、今まで声を上げることができなかったと、お礼謝罪をしてくれる人もいた。そして、俺への嫌がらせも、盗用も全てがバレてしまった柳田は、解雇処分となった。柳田がいなくなった翌日、俺は社長室を訪ねた。すぐに決めつけて判断せず、最後まで
俺の言うことに耳を傾けてくださって、ありがとうございました。社長のおかげです。俺は社長へお礼を伝えに行ったのだ。君にいなくなられては私も困ってしまうからな。君からこれ以上お力になれないかもしれません。なんてメールが来た時は驚いたよ。社長が俺の顔を見て笑う。自宅待機を命じられた後、俺が謝罪メールを送ったのは社長だった。俺が社長個人の連絡先を知っていたのは、俺の父と社長が幼馴染だからだ。俺も幼い頃から何度も会って遊んでもらっていた。社長との距離が近くなったのは学生の時、俺が貧困問題やアフリカについての勉強を始めたことがきっかけだった。社長は会うたびにいろいろなことを教えてくれ、逆に俺が学んだ知識について聞いてくれた。知識が深いことに社長は感心してくれていた。アフリカへの事業進出の手助けをしてくれないか。高校3年生の冬、進路について考えていた俺は社長にそう声をかけられた。突然そんなことを言われた時は本当に驚いたが、高卒で働くことを考えていた俺にとっては嬉しい話だった。俺も社長の話を聞いて、社長の会社に興味を持っていたのだ。そうして、この会社へ入社した。だから社長には、今回の一件に限らず、本当に感謝し、恩を感じている。その恩を返すために、俺にできることは、これまで以上に会社のために尽力すること。これからも、周りの人に信頼してもらえるように、真面目に仕事をしていこうと思う。低学歴が調子に乗るなよ。学歴も社歴も、俺の方が上なんだ。俺はお前が主任だとは認めないからな。他業種から転職し、主任に就任した俺が気に入らないらしく、初対面から彼は厳しかった。自身が大学で専門知識を学んだことや、社歴が俺よりも長いことを盾に取り、徹底的に俺に逆らう。指示は無視をされ、業務に必要な申し送りが行われないなどの嫌がらせを連日のように受ける羽目になったのだ。それでも、どうにか主任の役目を果たそうと、もがき続けた俺だったが、ある時、職場の存続を揺るがす大事件が発生してしまう。俺の責任じゃねえよ。お前なんかが主任なのがいけないんじゃないのか？俺にすべてを責任転嫁しようとする彼だったが、直後、ある人物が明かした真実により、彼は窮地に立たされることになったのだ。俺の名前は寺崎光一。俺は法人運営のデイサービスセンターで介護職員として働いていて、今年で35歳になる。この仕事に就いたきっかけは10年前にまで遡る。家で同居している祖母が体調を崩してしまい、介護を余儀なくされたのだ。そのため、祖母は俺の母やヘルパーさんの介護を受けて生活している。そんな母やヘルパーさんの介護をしている姿を見て、俺は母に告げた。母さん、俺も介護を手伝うよ。そんな俺に母は、お前は普通に仕事もあるんだから気にしなくていいんだよ、と言ってくれる。だが、やはり介護となると女手だけでなく男手も欲しいところもあるだろうと思い、俺は自分の意志を貫いた。
ただでさえ母は家事など家のことをしてくれているのに、その上、祖母の介護という大変な仕事を任せるわけにはいかなかった。俺は母にこれ以上の負担をかけたくなかったのだ。母は、仕方のない子だね、と言いつつも、ありがとう、と言って微笑んでくれたのを今でも覚えている。俺ははじめこそ見よう見まねで介護をしていたのだが、それだけでは不十分と感じ、自分の仕事と両立しながら、介護福祉士の専門学校に通い、介護福祉の資格を取得した。そして祖母の介護を通じて、介護という仕事にやりがいを感じた俺は、介護福祉の専門学校を卒業した後、勤めていた一般企業を退職。8年前から現在のデイサービスセンターで介護職員として働いている。そしてついに先日、これまでの仕事ぶりが認められ、同法人が運営する別のデイサービスセンターの主任として異動することが決定した。そのことを母に伝えると、おめでとう。これから忙しくなるだろうけど、頑張るんだよ。と自分のことのように喜んでくれて、俺は本当に嬉しくなった。俺を認めてくれた本部のため、そして応援してくれた母のために、俺は主任として新しいセンターでも頑張ろうと意気込んだ。そして新しいデイサービスセンターへの初出勤の日。はじめまして、今日からこちらの主任を任され異動してきました寺崎光一と申します。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。俺は一般企業で働いてきた時と同じようにしっかりと挨拶をし、最上級のお辞儀をして新しいセンターの人たちへ自己紹介と挨拶をする。ところが、職員さんやスタッフさんが拍手をしてくれる中、ただ一人だけ冷たい目で見てくる男の職員さんがいた。彼は俺の自己紹介と挨拶が終わると前に出てきて鋭く睨みつけてきた。俺は戸塚だ。俺は専門学校と大学まで行って福祉の勉強をし、ずっと福祉の現場で働いてきた。一般企業から転職してきたお前より福祉のことを知っているんだ。お前が全然仕事できなかったらすぐに本部に連絡するからな。わかりました。そうならないよう精一杯やらせていただきます。低学歴が調子に乗るなよ。俺はお前が主任だとは認めないからな。自身が福祉大学出身であることと、社歴が俺よりも長いことを自慢されてしまう。どうやら、戸塚さんには歓迎されていない様子だ。それからというもの、戸塚さんには適切な指示を出しているのに無視をされ、業務に必要な利用者の申し送りが行われないなどの嫌がらせを連日のように受けるようになってしまった。俺は困ったなぁと思いつつ、戸塚さんへの対応をどうすればいいか考えていた。一般企業で働いていた時も似たようなことはあったが、ここでも同じようなことをしたり、言ったりする人がいるのかと、内心呆れてしまう。救いなのは、戸塚さん以外の周りの職員さんやスタッフさんはいい人ばかり
ということだ。あんまり気にしない方がいいですよ。いや、戸塚さん、昔からあんな感じなので、などと声をかけてもらったり、助けてもらったりしている。そんなある日、デイサービスセンターにかかってきた一本の電話に、戸塚さんがいい加減な対応をしているのが目に入る。はぁ、そんなそちらの都合だけで変えられませんよ。から始まり、だから、そんなことは無理だって何度も言ってるでしょなどと叫ぶようにして電話対応をしているので、ただごとではない様子だ。俺や他の職員、スタッフたちがちらちらと気にしていると、戸塚さんと目が合ってしまった。では、責任者に代わりますので、少し待ってください。そう言って、いきなり俺に電話を回してくる。いきなりすぎることに驚いたものの、戸塚さんには後で注意をしよう、と心に決め、電話対応を優先する。すみません。お電話変わりました。主任の寺崎と申します。あ、いつもお世話になっております。私、そちらのデイサービスを利用している長坂と申します。電話の相手は利用者家族の長坂さんという方で、前々から仕事の都合でデイサービスの迎えの時間を早くしてほしいとお願いしているそうだ。ところが、いつまで経っても同じ時間にしか迎えが来ないため、自身の出勤時間がギリギリになってしまうとのこと。また、サービス利用時の排泄解除が適切にされていないなどの苦情を言われた。誠に申し訳ございません。今後、そのようなことがないよう、こちらで注意をし、再度指導してまいります。いえ、もう何度も言わせてもらっているのですが、未だに改善がされる見込みがないようなので、別のデイサービスへ移動しようか、とも考えています。お待ちください。それでしたら、私が一度直接ご自宅の方にお伺いさせていただきます。なので、そこで改めてお話をしたいと思うのですが、よろしいでしょうか。あなたがですか？はい、先月ながら、私はまだこちらに来てから日が浅いので、長坂様のお話を一度詳しくお聞きしたいと思います。わかりました。では、こちらの都合の良い日を改めてご連絡させていただきます。ありがとうございます。お手数ですが、よろしくお願いいたします。最後まで丁寧に対応し、長坂さんの電話が切れてから、俺も受話器を置いた。とりあえず、俺は長坂さんと直接話ができる了承を得られたことにほっとする。俺はまだここのセンターに来てから日が浅いというのに、利用者が別のデイサービスへ移るなんてことになったら、せっかくここの主任に選んでくれた本部の職員さんたちに申し訳が立たない。ひとまず、俺は相談員をしている戸塚さんに、利用者や利用者家族の要望の聞き取りがどんな内容なのか聞くことにする。いきなり電話を回してきた時には驚いたが、俺はここのデイサービスに関する利用者や利用者家族の要望を頭に入れておきたいというのが本音でもある。そして俺は戸塚さんに問いかけると、
戸塚さんは利用者や利用者家族に対しての苦言を口にした。いや、そんな一人一人の都合を聞いていたらキリがないでしょ。それに、一人の利用者や利用者家族のために迎えを早めないといけないなんて。そんなことをしたら、俺が早く出勤しないといけなくなるじゃないか。戸塚さん、それは違いますよ。利用者や利用者家族の方たちのために、俺たちは俺たちにできることをしないといけないんです。はっ、だからって、なんで俺が利用者や利用者家族のために、いつもより1時間以上も早くここに来ないといけないんだよ。もしそうなったとしても、戸塚さん一人の負担になるようなことはしません。俺や他のスタッフさんと協力しましょう。諭すように告げるも、戸塚さんは不満そうな表情を崩さなかった。それに俺は一つため息をつく。それから一つ言わせてください。先ほどの電話対応といい、あなたの言動と行動には目に余るものがありますから、今後は気をつけてください。これは介護福祉の大学を卒業していても、社歴が長くても関係ありませんよ。なんで俺がお前に説教されなきゃならないんだよ。先ほどの電話対応を含め注意を促すが、戸塚さんは意に介さない。自分は何も悪くないと言いたいようだ。俺からすれば、専門の大学まで行っているというのに、一体何を教えてもらってきたんだと疑問に思ってしまう。別に説教をしているわけではありません。ただ、今後は気をつけた方がいいとお伝えしただけです。ああ、それから、戸塚さんには相談員としての仕事があるのですから、長坂さんのところにはついてきてもらいますからね。なんでだよ。当たり前でしょ。利用者のご家族の方に直接お話を聞きに行くんですから。俺は戸塚さんに相談員としての責任があると説明し、長坂さんの自宅に訪問する際には同行するよう再度伝える。だが、戸塚さんは、そんなことなんか知らねえ。お前一人で行け。と啖呵を切り、仕事へと戻って行ってしまった。数日後、俺は戸塚さんを連れて、長坂さんの自宅へ向かう。数日前に長坂さんからセンターに改めて電話があり、この日なら家にいるということだったので、自宅に訪問するのを今日にしたのだ。戸塚さん、くれぐれも失礼のないようにお願いしますね。そんなこと、お前に言われなくてもわかってる。戸塚さんは長坂さんの自宅に訪問することになってから、ずーっとこの調子だ。ずーっと、俺は行かない、と言い続けていたので、半ば無理やり連れてきた部分もある。俺は、本当に大丈夫かと思いながら、長坂さんの自宅のインターホンを鳴らす。すぐに家の中から年配男性が出てきた。今日はすみません。わざわざ来ていただいて。あなたは？中から出てきた男性を見て、戸塚さんが驚く。俺はそんな戸塚さんを見て、早速、ため息をつきたくなった。いえ、こちら側の不手際なので気にしないでください。そして、
こちらの職員が大変失礼いたしました。俺はそう言い、戸塚さんの頭をつかみながら長坂さんに謝罪をする。でも、戸塚さんが驚いてしまうのも無理はないだろう。長坂さんはデイサービスセンターを運営する法人本部の職員さんなのだから。寺坂さんに謝罪してもらうことなど一つもありませんよ。ただ私はお隣にいる戸塚さんに対しては怒りを抑えることはできませんけどね。と言いますと、鋭い眼光が戸塚さんを射抜く。自分が睨まれたわけではないが、一瞬体がこわばる。そして長坂さんは戸塚さんに向かって怒り出す。戸塚さん、あなたはデイサービスで働いている主軸のスタッフですよね。あ、はい。その中でも相談員というのは、利用者や利用者家族の思いを真剣に聞くことが役割です。そして、その思いを真摯に受け止め、相手のことをしっかりと考えてあげないといけないのですよ。それは。なのに、それを真剣に考えてくれようとしない。その態度は何ですか？いい加減にしてくださいよ。そんな職員がいるのであれば、今後はこちらのデイサービスの利用をやめようと思います。長坂さん、それは。そして、そちらのセンターの存続も考えなければならない。それは、それくらいのことになってしまうまでのことを、あなたはやっているんですよ。長坂さんの冷たい声が響く。俺は長坂さんのその声にさらに体が震える。その隣で戸塚さんは俺以上に体を震わせていた。それほどまでに長坂さんの威圧感がすごいのだ。今までのご無礼、誠に申し訳ありませんでした。戸塚さんはここに来てようやく事の重大さを理解したのか、今までの対応を必死に謝罪する。俺はそんな戸塚さんと長坂さんの間に入り込むことができない。出身大学や経歴で自分の能力を過信し、利用者主体のサービスを考えられない戸塚さんは、解雇することも考えています。そんな。待ってください。長坂さん、その件に関しましては、こちらで判断してもよろしいでしょうか。寺崎さん。ほう？それは、どのように判断されるおつもりですか？戸塚さんは、私が主任として、しっかり再指導いたします。長坂さんには、利用者としてその姿を評価していただきたいんです。その上で、もし戸塚さんが改心する見込みがなければ、本部役員に今回のことをすべて話し、私が解雇を求めようと思います。なるほど。本当に改心するのであれば、利用を続けることに問題はありません。なかなか良い案ですね。時に戸塚さん。はい。あなたはなぜ、寺崎さんがお宅のデイサービスセンターの主任に抜擢され移動してきたのか、理由を知っていますか？いえ、知りません。じゃあ説明しましょう。そう言って長坂さんは俺が主任に抜擢され
移動してきた経緯を話し出す。最近、君のところのデイサービスの介護の質について、利用者や利用者家族から苦情が本部の方に増えてきていたんだよ。そのせいで、ここのセンターの利用者が減り始めたことが、本部内で問題視されていたことを戸塚さんに話した。そんなことが。実際に今もそういう苦情が絶えない状況だ。そして、大体の苦情には、戸塚さん、あなたが絡んでいる。長坂さんの名指しの指摘に、戸塚さんはぶるりと震えた。だから、本部の職員と話し合い、ここのデイサービスの危機を立て直そうと思い、利用者に寄り添った介護をして、誰からも信頼を得ている寺崎さんに、ここを任せたんだよ。誰からも信頼される？そう。そして、私たち本部は、寺崎さんにここのセンターの立て直しを期待して、移動を命じていたんだよ。戸塚さん、自分がどれだけ愚かなことをしていたのか、これで分かったか？はい。本当に、すみませんでした。戸塚さんは自分の過信でここのデイサービスが危機に陥っていたことを初めて知ったようだ。まあ、俺自身も本部の人から戸塚さんにデイサービスが危機に迫っていることを直接言わないようにと釘を刺されていたので何も言わなかった。戸塚さんは長坂さんの話を聞いて自分がどれだけ勝手な考えをして過信していたのかを改めて長坂さんに謝罪する。これからは利用者はもちろん利用者家族の要望に耳を傾け利用者に寄り添った介護を考えるということを寺崎さんから学びなさい。はい。長坂さん。では。なあ。寺崎さんの言う通りにしよう。その代わり、見込みがないとわかれば、すぐに私が本部の職員に連絡すること。いいね。はい。ありがとうございます。俺は長坂さんの言葉にお礼を言い、深く頭を下げる。すると、戸塚さんも同じように頭を下げた。長坂さんの言葉に戸塚さんもこれからデイサービスで何をしないといけないのかが分かったのだろう。戸塚さんのその行動は第一歩であると信じ、俺はそれに少し嬉しくなる。それからの戸塚さんは人が変わったかのように俺にいろいろ聞いてくるようになった。相談員としての自分はどこまで相手に寄り添えばいいのかを聞いてきたり、他の職員やスタッフが困っていれば率先して手伝いに行ったりしている。これならば長坂さんも評価してくれることだろう。それにそんな戸塚さんの姿を見て、俺も負けていられないなと思う。俺は本部からの期待に応えるため、精一杯デイサービスの主任としての役目を務めた。その結果、本部へのデイサービスに対する苦情は減り、だんだんと評判も良くなっていき、うちのデイサービスを利用する利用者も増えてきている。本部の期待に応えられて一安心ではあるが、
少しでも油断、慢心があれば、以前の戸塚さんのようになってしまうことだろう。絶対にそうなってはいけないと誓い、今日も利用者に寄り添ったデイサービスを心がけている。お前ホームレスだろ？ホームレスが銀行に何の用があるんだ？普段から利用している銀行に、普段と同じように来店した俺は、入り口で思わぬ言葉を投げかけられた。ホームレス？俺がですか？そうだ。そんな汚い格好をして、ホームレス以外に何がある？ホームレスの来店はお断りだ。いきなりホームレス扱いされて戸惑う。俺は仕事の合間に来たため、作業着を着ているが、これはいつものことだ。だが、当然だが、これまでホームレスだと言われたことはない。聞けば、この男は支店の新しい支店長だそうだ。そんな立場の人間が利用者をホームレス扱いして追い返そうとするとは信じられなかった。さすがにその発言は失礼じゃないですか？何が失礼だって言うんだ。お前臭いんだよ。他のお客様に迷惑だろ。とっとと出てけよ。なんとか思い違いを解こうとするが、全く話を聞いてくれない。野良犬を追っ払うように、しっしと邪険に手を振られてしまった。そうか。そちらが分かってくれないなら、こっちにも考えがあるぞ。我慢ならなくなった俺は、スマホを取り出し、電話をかけた。この電話が、自身のエリート人生を終わらせることになることを、目の前にいる男は、まだ知らない。俺の名前は、小倉聡。従業員が十数人の小さな会社を経営する経営者だ。おかげさまで事業は順調で満足いく生活を送れている。しかしながら今の俺からは想像できないほど俺が育った家庭は貧しかった。母ちゃん、ご飯足りないよ。ごめんね。今日はもうこれしかないんだよ。その日暮らしといった様相で、食べるご飯もギリギリ、よくお腹を空かせていたものだ。俺の家は早くに父親を亡くしており、母一人で仕事をして生計を立てていた。母は朝晩とほとんど休まず仕事をしていたが、それでも育ち盛りの俺を育てるのはかなりきつかったらしい。母と過ごす時間も少なく、食事も満足に食べられない子供時代だったが、母の頑張っている姿を見ていた俺は我慢するしかなかった。家計を豊かにするには、俺が早く働き始めるしかないということは常に頭の片隅にあった。そして中学3年生になり、進路を決めなければいけない時期になっても、相変わらず貧乏なままで、うちの家には俺を高校に進学させるだけの余裕はなかった。みんなが高校進学の話や受験に勤しむ中、俺はそれを羨ましく見るしかなかった。進学を選べない俺は中学を卒業し仕事を始めた。中卒で社会に出るのは俺だって怖かったが仕方ない。しかも中卒の俺は仕事の内容を選べるはずもなく、とにかく働けるところを探し、休みなしで働き続けた。きつい肉体労働で体が悲鳴を上げる時もあれば、接客業で客に理不尽な内容で怒られる時だってあった。肉体的にも精神的にも辛い日々が続いた。それでも俺は毎日ひたすら働くだけの日々を繰り返した。そして慣れない環境で俺はずっと家計を助けながら起業のためのお金を貯め続けたのである。俺は働き出した時からずっと自分の会社を持つことを目標にしていた。大変なことは理解していたが、自分で事業を起こし成功できれば家族に楽をさせてあげることができると考えていたのだ。
学歴がない俺にとって雇われて成果を出そうとしても、学歴がハードルになった。中卒で働き口を探した俺は、こんなに選べる仕事が少ないのかと驚いた記憶がある。だいたいどこも高卒であることが最低基準だった。大きな会社で働き、高収入を得ることが難しければ、残された選択肢はかなり少ない。それで、経営者としての道を目指したのである。もちろん、経営者として生きていくことも難しいのは理解していたが、俺が思いつくのはそれしかなかったのだ。そして頑張って働いて貯めたお金を使い、俺は今の会社を起業したのだった。さて、起業してからかなりの月日が流れた。起業してからもやらなければいけないことが多く、忙しい日々を過ごしていたが、会社としての業績はだいぶ上がっており、調子がいい。ありがたいことに、今では従業員を雇えるまで成長した。仕事で毎日せわしなく生活していたある日、俺は銀行に足を運んだ。会社で働く従業員に給料を振り込むのに大手の銀行を利用している。そんな普段から懇意にしている銀行に来たのだが、銀行の入り口で男性に呼び止められてしまった。ちょっと君。はい？突然のことに驚き、俺は何事かと思い、声をかけてきた男性に返事をして振り向く。俺に声をかけてきたのは上質なスーツを着た男性だった。すいません、どちら様でしょうか？声をかけてきた男性に見覚えがなかったため、素性を尋ねると、相手はふんと鼻を鳴らした。私はこの銀行の支店長の福山だ。最初に声をかけられた時から偉そうな口ぶりだとは思っていたが、かなり態度がでかい。利用者である俺に敬語さえ使わない。その言動にはただただ驚かされる。それに今までも利用していた支店だが、支店長だと言った福山さんを俺は見たことがない。初めてお目にかかりますね。何度もこの銀行には足を運んでいるため、銀行員の顔をなんとなく把握していた。支店長ともお会いしたことがあるが、目の前にいる男性よりもっと年配の男性だったように記憶している。俺は新しく赴任してきたからな。福山さんの話によると、前支店長は違う支店に移動し、新しくこの支店に支店長として来たのが福山さんらしい。今までの支店長はとても紳士的でよくしてくれる人だった。だが、今回支店長になったという福山さんは、前支店長とは全く違うタイプの人間らしい。こんな風に高圧的な態度を取られたのは初めてで、どう反応したらいいかわからない。そもそも支店を任されている人間が、なぜ利用しに来ている人間に偉そうな態度で応答しているのか理解できなかった。相手の言動に俺は何と言えばいいかわからず、次に出す言葉を考えていた。いきなり声をかけられ、上から目線で支店長だと言われても、相手が何をしたいのか全く読み取ることができない。言葉が出ず困っている俺を、福山さんは上から下まで舐めるようにまじまじと見てくる。一体なんで俺はこんなに見つめられているのかと思っていたところで、福山さんが口を開いた。お前ホームレスだろ。ホームレスが銀行に何の用があるんだ？ホームレス？全く想像もしていなかった言葉をかけられ、思わず聞き返してしまった。そんな汚い格好をして、ホームレス以外に何がある？ホームレスの来店はお断りだ。いきなりホームレス扱いされて戸惑う。俺は仕事の合間に来たため、作業着を着ているが、これはいつものことだ。だが、当然だが、これまでホームレスだと言われたことはない。いや、確かに汚れた作業着は着ていますが、
俺は、お前臭いんだよ。他のお客様に迷惑だろ。とっとと出てけよ。そう言って、福山さんは、しっしと言いながら手を振ってきた。こんな扱いをされたことは今までない。ホームレス扱いされた上に、匂いのことまで指摘されて、かなり嫌な気持ちになる。さすがにその発言は失礼じゃないですか？あまりの言い分にその無礼さを指摘したが、福山さんの態度は軟化しない。何が失礼だって言うんだ。ホームレス相手にはこんな態度で十分だろ。ホームレスというのは完全な福山さんの勝手な勘違いだ。自分の思い込みで人の話を聞かず、どれだけ侮辱すれば気が済むのか。俺はホームレスじゃないですし、今までもこの銀行を利用させてもらっていたんです。今までは今までだ。利用している人間になぜそんなこと言うんですか？俺は必死で訴えたが、福山さんはそんな俺の様子を見て鼻で笑う。今までどうだったかは俺は知らないんだよ。今の支店長は俺だ。俺が支店長でいるうちは、お前みたいな薄汚いホームレスは中に入れないからな。そんな話って。なんだ？ここに来て何をする気だったんだ？物乞いか？それは、支店長の発言とは思えませんよ。うるさい。うちの銀行に二度と来るな。さっさと帰れ。今までは、普段から利用させてもらっている銀行なので、怒りをぐっとこらえて、控えめに応答していた。失礼な言動ではあるが、話せば理解してくれるだろうとも思っていた。そんな俺の気持ちを踏みにじるように投げかける暴言の数々は、俺にかなりの不快感を与えている。いろんな銀行を利用してきたが、今までこんなひどい態度をされたことはない。銀行の人間、しかも役職がついている人物にホームレス扱いされるなんて、後にも先にもすることのない経験だろう。そう言い切れるほど、福山さんの言動は異常だった。さすがに俺だって、そこまで言われたら何も言わずに帰るわけにはいかない。わかりました。もう二度と使いません。そう宣言すると、俺は作業着のポケットからスマホを取り出し、ある人物に電話をかける。もしもし、頭取、俺の200億の法人口座、今すぐ解約しますので、よろしく。電話口の相手は何か言っていたが、俺は要件のみ伝えて電話を切った。福山さんの銀行に、俺は200億円の法人口座を持っている。今話した電話の内容から、福山さんにその事実が伝わったはずだ。さすがに、俺が大口の相手であることが分かれば、福山さんも態度を改めるかもしれない。そう思っていた俺だったが、電話の内容を聞いていた福山さんの方を見ると、心底俺を馬鹿にしている表情をしていた。福山さんの表情から、先ほどの電話では何も理解できていないことが分かった。200億？ホームレスのお前が？こんな汚い奴が、頭取と連絡が取れるわけがない。福山さんは、先ほど俺が言った内容が嘘だと思い、馬鹿にして笑っている。お前、俺のことを馬鹿にしてるのか？そんな嘘が通用するわけないだろう。ふざけたことを言ってないで、帰れ。人のことを嘲笑ったかと思ったら、急に声を荒げ、威嚇をしてきた。俺の言ったことが嘘だと信じて疑わないらしい。嘘をついたところで、俺に何のメリットがあるというのだろうか。普通の人間であれば、先ほどの電話を聞けば、無礼を謝ってくるかとも思ったが、仕方がない。俺の発言を全く信じず、ホームレスだと思い込んでいる福山さんに、これ以上反論しても意味がないだろう。そもそも俺は別に多額の法人口座を持っている立場を誇示したいわけではない。俺は中に入ることを諦め、電話を切った後、
すぐにその場を立ち去った。結局追い払われ、本来の目的である給料の振り込みができないまま自分の会社に戻る。先ほどの出来事があまりにもインパクトがありすぎて、少し疲れてしまったため、少し社長室で休んでいた。まさか俺がホームレス扱いされるなんてな。先ほどは想像もしない出来事が起こり、びっくりしたが、まさか自分がホームレスに見えたのかとショックを受けた。そんなところで従業員がドアをノックして入ってくる。銀行の方が社長にお目にかかりたいと言ってまして。俺は絶対に会社を訪ねてくる人物がいることを確信していた。ずいぶん早く来たな。通してくれ。数分後、再び部屋のドアをノックされた。どうぞ。俺の声の後で部屋に入ってきたのは、先ほどの銀行の役員と福山さんだった。さすがに、俺の解約希望の電話が来る事態にまでなったため、一人で謝罪というわけにはいかなかったらしい。先ほどまで人をバカにしたり、怒鳴りつけたりと、かなり威勢の良かった福山さんの顔には、正気がない。真っ青な顔で俺を見つめる福山さんは、今どんな思いでここに立っているのだろうか。福山さんは俺の言っていることを全く信じていなかった。ここに役員と一緒に来たということは、俺のことについて真実を聞いたはず。福山さんと一緒に来た役員は、頭取に代わってきた人物のようだ。頭取は事前に予定が入っており、どうしてもこちらに来ることができなかったため、かなり地位の高い役員をよこしたらしい。役員はそのような説明を終えると、次の瞬間、俺に対し土下座してきた。この度は、うちの福山が小倉様に大変失礼な言動をしてしまい、誠に申し訳ありません。床におでこを押し付け、俺に謝罪をしてくる。役員の言動からも、かなりこの事態を重要視していることが伝わってきた。そちらとはいい関係を築けていると思っていましたが、今回は非常に残念でした。俺は素直に自分の気持ちを述べた。さっきの出来事が起きるまで、俺は法人口座を解約するつもりなんて一切なかったのだ。それが、ものの10分ほどで解約したいと思ってしまうほどの言葉を投げつけられた。本当に今回はとんでもないことをしでかしてしまったことは理解しております。しかしどうか法人口座の解約だけはどうか見直していただけませんでしょうか。頭取の代わりに来た役員は、頭取に口座解約を止めるようにと言われてきたのだろう。200億という額は、それなりにでかい金額だから、銀行だってそんな取引相手を逃したいわけがない。役員という上の立場の人間に、しっかり謝罪させることで、事態を沈静化させようと頭取は思ったのだろう。そうは言われましてもね。しかし俺だって、あれだけひどい言葉を浴びせられ、そんなあっさりと許す気にはなれない。ちらりと役員の少し後ろで立ち尽くしている福山さんの様子を伺う。青い顔をしてうつむき、心なしか震えているように見えた。ホームレスと見下した作業着の男が、本当に200億もの口座を持っていて、さぞ驚いたことだろう。俺が200億円という多額の法人口座を持っているのには、もちろん理由がある。俺は現在、リサイクル事業の会社を展開しているのだが、もともとお金を貯め始めた時から、この分野の仕事をしようと思っていた。環境問題が国内外問わず課題になっていることは、中卒の俺でも知っていた。そして、せっかく起業するなら、人のためになる分野にしたいという気持ちがあったのだ。しかし、いざ起業しても、経営を軌道に乗らせるというのは、そう簡単な話ではない。一からのスタートだったため、右も左もわからない。
そんな状態でスタートしたわけだから、すぐに結果なんて出るわけもなかった。会社を立ち上げてしばらくは、なかなか成果が出ず、苦しい日々を過ごした。それでも、起業の段階まで来るのに、かなりの努力をした俺は、ここで簡単にくじけるわけにはいかないと、奮起したのである。このままじゃダメだ。何か独自の強みを作らなければ。この状況を脱するためには、まず会社に注目を集められるだけの何かが欲しいと考えた。そこからは毎日毎日成功することを夢見て努力を重ねた。独学で学び、また大学の研究機関にもないお金を費やして協力を得た。そうして時間はかかってしまったものの、努力は実を結び、独自技術を開発することに成功した。開発した独自技術は、廃棄物を素早く再生利用することができるようになるもの。再生の速度が速くなることで、今までよりも効率性が高まる。そんな俺の技術に最初に目をつけてくれたのは、世界の中でも環境問題に敏感な欧州。そして欧州企業の間で技術への注目が高まったことで、俺の会社は世界的に有名になっていった。世界中の企業が俺の開発した技術のライセンス契約を希望してくれ、たくさんの企業と契約を結んだことで、会社には多額の利益が入るようになった。それに加えて会社の知名度が上がったことで、もともとしていたリサイクル作業での利益も倍増した。福山さんの銀行には起業した当時から法人口座を持っていたため、利益として出た200億を銀行に預けていたのだ。ただ、それだけの業績を出す企業へと変貌しても、俺自身は変わりたくなかったし、変わってはいけないと思っている。自分だけ社長室にいて偉そうにするなんてことはできず、今も作業着を着て現場で作業をしている。また、それが本当に好きなのだ。そんな俺は社長のようには見えないかもしれない。もっとも、だからといって、少し汚れた作業着を着ているからといって、あんな暴言を吐く方がおかしいのだが。先ほどは、すいませんでした。土下座をした役員の隣に来た福山さんが、同じように土下座をする。借りてきた猫のようになっているが、あそこまで言われたんだ。謝罪されたって、許す気はない。俺はね、今まで歴代の支店長に、事業の立ち上げからお世話になってきたんです。とても感謝しているから、今まで利用してきたんですよ。今回のような仕打ちをされるなんて思っていませんでした。事業を立ち上げるとき、学もなく努力だけで突き進んできた俺に、過去の支店長たちはとてもよくしてくれた。どの支店長も人柄もよく、いつも気持ちよく銀行を利用させてもらっていた。過去の支店長たちに関しては今でも感謝しており、だからこそ銀行を変えず、今の今まで利用してきたのだ。感謝の気持ちはあったが、今回の出来事は感謝の気持ちを上回る不快感を与えた。はい、大変失礼なことを言ってしまいました。申し訳ありません。福山さんは何度も俺に謝罪をしてくる。しかし彼は支店長という立場の人間だ。そんな人間が利用する者に対して権力を振りかざし暴言を吐くことは許されない。上に立つのに適した人物とも言えない。あんな人間を見ていたら人を見た目で判断する銀行員が増えてしまう可能性だってある。俺はあなたを絶対に許せません。そんな、お願いします。福山さんは何度も頭を床にこすりつけて謝罪してくる。あなたはいつも懇意にしている企業の人間から同じことを言われて追い返されても許せますか？それは、俺の問いに福山さんは口ごもる。そりゃ言い返せないだろう。
あれだけひどい言葉を何度も吐いたのだから。言い返せないでしょう。あなたの発言は、それほどひどいものだったんですから。俺がここまで言うと、福山さんは絶望的な表情をし、固まった。役員と福山さんはその後、何度も謝罪を繰り返し、帰っていった。そして、二人が帰って1時間が過ぎた頃、俺のもとに、頭取からの連絡が来た。この度は、うちの福山がとんでもないことをしでかし、こちらの指導不足です。頭取までもが俺に謝罪する。これからもお付き合いを続けていくつもりでしたが、残念です。お考えを変えていただけませんか？これからはこんなことがもうないようにいたしますので。福山さんや役員のように、頭取もこのまま取引を続けていくことを希望した。今までありがとうございました。だが、どうしても俺は考えを変えることができなかった。福山さんのしでかしたことが分かった後、役員や頭取は素早く行動を起こしてくれたとも思う。しかし、怒ってしまってからでは遅いこともある。今回の出来事がそれだ。俺は200億円の法人口座を解約した後、違う銀行で法人口座を作り預けることになった。新しく利用し始めた銀行口座が福山さんがいた銀行のライバル銀行だったらしい。そして200億円という多額の口座を解約されてしまった銀行では、そのことがかなりの騒ぎとなったようだ。その問題を起こした福山さんは責任を問われた結果、支店長から平社員まで一気に降格。俺に対しては支店長だと偉そうにしていた福山さんが、今では地方の支店で窓口の案内係をしているという。福山さんは50代前半ほどの年齢だったため、その年で平社員に降格となれば、昇進はかなり絶望的だろう。下手すれば定年まで窓口の案内係をしているかもしれない。たった一回の過ちで、福山さんはたくさんのものを失ってしまった。この話は、この前ライバル銀行に行った際に、そこの担当者から聞いた話だ。福山さんが、俺のことを見た目で判断しなければ、このようなことにはならなかったはず。もしくは、俺が高そうなスーツをビシッと着こなし、いかにも社長という格好をしていれば、福山さんはあんなひどい態度を取らなかっただろう。だがきっと、福山さんがあの価値観の持ち主である限り、避けられない問題だったのではないかと思う。実際、俺の周りの経営者には、俺のようなタイプだって多い。みんながみんな社長だからといって、いい服を着てるわけでもないだろう。福山さんも今回の一件から、人を見た目で判断すると痛い目を見る、ということを学んでくれたらいいな、と思う。俺は今回、見た目で判断されて、ひどい言葉をたくさん投げられて嫌な思いをした。あの時言われた言葉は、そう簡単に忘れられるものではない。実際に見た目で判断された側だからこそ、俺は人の見た目だけを見て判断するような人間にはなりたくない。ちゃんと人の中身を知って判断できる人間でいることを心に刻み、これからも仕事をしていくつもりだ。場違いは君の方じゃないのかな。君は漬物さえも食べる価値のない人間だよ。高級寿司店に響く冷たく鋭い声。それに実家が貧乏だった俺をかっぱ巻きで十分と嘲笑っていた同級生の顔がどんどん青ざめていく。本当に申し訳ございませんでした。お願いします。許してください。それでも言い訳を繰り返した彼だったが、最後にはこうして土下座して謝罪をする羽目に。お前は自分が何をしたか分かってるのか。
取引がなくなったらうちはおしまいだぞ。そんなことも分かってなかったのか。激高する上司の叱責に涙目になって謝罪を繰り返す同級生の姿は哀れでしかなかったが、これもすべて自業自得でしかない。いくらいい学歴を持ち大手の会社に入ったとしても、人としての最低な行いは許されないのだ。そのことを同級生は40代半ばという年齢になってようやく学ぶことになった。あまりにも大きな後悔とともに。俺の名前は佐藤聡。地元の工業高校を卒業後、地元の会社に就職した。高校を卒業して以来、ずっと同じ会社で土木作業員として働いている。現在は45歳になり、部下もでき、現場責任者も任されている。俺の実家は町工場を経営していた。工業高校に行ったのも実家で働くためだったが、高校1年生の時に倒産した。俺が幼い頃から経営状態は悪かったのだ。貧乏だと同級生からよく馬鹿にされていたのを覚えている。幼いながらも貧乏であることは自覚をしていたが、それでも俺は頑張って働く両親のことを尊敬していた。毎日汗かいて必死に働く父さんの姿や、それを支える母さんの姿をずっと近くで見ていたからだ。だからこそ同級生に馬鹿にされることは本当に悔しかったし、何も言い返せず悲しい思いもした。それでも俺は実家の町工場で父さんのように働くことが夢だったのだ。工業高校に進学した後に倒産してしまい、夢は叶えられなくなったが、俺の気持ちは前向きで、工業高校での勉強が活かせる仕事に就こうと決めた。そこで知ったのが土木作業員としての仕事だ。自分の仕事が形になって残るところが俺にとってすごく魅力的に思えたのだ。そして無事に今の会社に就職することができた。決して大きな会社ではなかったが、土木作業ならここと言われるほど地元の建築業界では有名な会社だ。長年勤めている間に社長も変わり、今の社長は俺が高校卒業してすぐの時に俺の面倒を見てくれていた人だ。たくさん怒られたこともあったが、今では俺を信頼してくれており、現場責任者を任せてくれている。社長になってからも俺のことを気にかけてくれ、真面目で責任感があると評価してくれているのだ。サトシ、お前はもう責任者なんだから、きちんとみんなに指示できる人になれ。今のままじゃまだお前を次期社長にはできないぞ。いつからか社長は俺を次期社長にしたいと考えていることを話してくれた。言葉もきつく、この年になっても怒られることはあるが、それだけ期待をしてもらえていることが本当に嬉しかった。お客様の要望にも応えながら、作業員に無理をさせないようにと大変なことも多い。しかし、いつかはお客様にも他の作業員にも信頼される社長になれるよう日々努力をしている。そんなある日、兄貴から食事に行かないかと誘われた。お前が初めて現場責任者を任されたあの寿司屋に行こう。俺が初めて現場責任者を任されたのは高級寿司店の建築現場だった。俺にとっては結構背伸びした店だが、せっかく兄貴が誘ってくれたのだからと行くことにした。兄貴とは今でもたまに会ってお互いの仕事の話をするなど関係は良好だ。昔から頭が良くて何でもできる兄貴のことを俺は尊敬していた。今は精密部品を作る工場を経営している。兄貴も実家の町工場を継ぐために工業高校に入学し、町工場で働く前に勉強も兼ねて工場勤務をしていた。しかし、継ぐ前に倒産してしまい、その後、当時勤めていた工場を辞めて独立をしたのだ。兄貴は手先が器用で、丁寧で細かい作業が得意な職人気質だった。持ち前の技術と頭のキレの良さでオーダーメイドで精密部品を作る会社として成功している。今では兄貴の会社が必要不可欠という会社も多いほどだ。経営のこともしっかり勉強していたことも知っているからこそ、
独立して成功させた兄貴のことは本当にすごいと思っている。忙しい今でも今何の仕事をしているのかと気にかけてくれたり、現場責任者になったといえばお祝いをしてくれたりと、本当に兄貴としても素晴らしい人だ。俺はそんな兄貴に久しぶりに会えるのを楽しみにしていた。兄貴との食事の日、仕事が押して約束の時間に遅れてしまった。一度帰って着替えるつもりだったが、時間もなくこれ以上待たせるわけにもいかない。今日は打ち合わせや事務作業ばかりで作業着が汚れていないこともあり、俺は仕方なく作業着で寿司屋に直行することに。寿司屋に着くとすぐに兄貴が待つ個室へ案内された。ところがその途中で突然男性に声をかけられた。おい、お前サトシじゃないか。俺が振り向くとやっぱりそうかと言って俺の姿を見ながらバカにしたようにケラケラと笑っている。俺と同じ年くらいの男性だ。俺はそのバカにしたような態度から小中学校の同級生である宮野正也だと気づいた。正也は子供の頃俺のことを貧乏だと言ってバカにしてきた張本人だ。両親のことをバカにしてきた正也のことは大人になってもたまに思い出してしまうほど嫌な思い出として残っている。ずっと恨んでいたというわけではないが、そう簡単には忘れられない。そのため30年ほどぶりに会ってもすぐに誰か分かってしまったのだ。正也か、久しぶりだな。俺はいろいろな記憶が蘇ったが、もういい年だしとぐっとこらえ平然と挨拶をする。お前老けたな。同い年には見えないぞ。正也はこんな年になった今でも変わっておらず、久しぶりに会った二言目でそんな失礼なことを言ってくる。はは、もういい年になったからな。やっぱり貧乏で苦労してるとすぐ老けるんだな。俺は作り笑いをして嫌味を受け流すが、正也の悪口は止まらない。今度は俺を上から下まで見定めるようにじろじろと見てきた。こんなところで何してんだ？修理にでも来たのか？きっと俺が作業着姿であることからそう思ったのだろう。いや、仕事帰りで今日は食事で来たんだ。すると正也は目を見開いて驚いた顔をした後、大きな声で笑ってきた。場違いすぎるだろ。笑わせないでくれよ。そう言ってお腹を抱えながら大声で笑い続ける。いくら時間がなかったとはいえ、高級寿司店に作業着姿で来てしまったことは自分の落ち度でもあるため、俺は黙って耐えた。こんなに笑われることでもないとは思うのだが。そういえば、お前の実家の貧乏工場、潰れたんだよな。今度は実家の話を持ち出してきた。なんとも楽しそうに。ああ、そうだよ。昔っから今にも潰れそうだったもんな。むしろよく持ってた方じゃないか？実家のことを悪く言われて、俺はだんだんと抑えていた怒りがこみ上げてくる。しかし、店の中で喧嘩をするなんてことはできないと黙って耐えるしかなかった。お前、同窓会も来ないから心配してたんだよ。まあ、きっと実家も潰れて、今も貧乏だから恥ずかしくて来れなかったんだろうけど。俺は数年前にあった同窓会に出席していなかった。どうしても外せない仕事があり、出席していなかっただけなのに、勝手に決めつけて好き放題言ってくる。同窓会は仕事で行けなかったんだ。何も恥ずかしいなんて思っていないよ。俺は平然とした顔ではっきりとそう答える。すると俺を見る正也の目が細くなってふーんと鼻を鳴らした。仕事？お前今何の仕事してんだ？土木作業員だよ。このやりとりにめんどくささも感じていたが答える。するとまた正也はケラケラと笑い出した。土木作業員って、そういえばお前、底辺の工業高校に進学してたもんな。そんな仕事しかできないんだよな。誇りを持ってやっている仕事をバカにされ、再びイラッとする。
すると、得意げな顔をして名刺を取り出して俺に差し出してきた。俺、大手電機メーカーで課長してるんだよ。お前と違って一流大学も出ているしな。マサヤは高校は進学校に行き、大学も有名なところを出ていると同級生から聞いたことがある。マサヤの働く電機メーカーも誰もが聞いたことのある会社で、そこは確かにすごいと思った。それを自慢し、マウントを取ってくるところに呆れてしまうが。そうなんだ、すごいな。俺んちは貧乏じゃなかったし、妬む前に両親を恨むべきだな。俺が褒めたことを素直に受け取れないのか、妬んでいると決めつけ、また両親を悪く言ってきた。さすがに俺も我慢の限界で怒りを爆発してしまいそうになる。その時、俺の名前を呼びながら近づいてきた人がいた。佐藤さん、どうされました？俺を呼び近づいてきたのはこの寿司屋のオーナーだった。仕事で携わった際、何度か顔を合わせていた。最後に会ったのは随分と前のはずだが、覚えていてくれたらしい。あ、すみません。同級生にばったり会ったもので。マサヤは俺とオーナーが会話していることを少し不思議そうに見ながらも、今度はオーナーに話しかける。あ、このお店の人ですか？こんな場違いな人、お店の中に入れてもいいんですか？店のランクが下がってしまいますよ。マサヤはオーナーだということは分かっていないようで絡むように話しかけている。こういう高級店は俺のようなエリートしか似合わないですよ。そんな場違いだなんて思いません。どんな人にも食事をしていただきたいと思っていますので。マサヤの発言にオーナーも少し困惑したような顔で答える。いやいや、こんな奴に寿司の味なんてわかるはずがないんです。こんな奴かばわなくていいんですよ。美味しいと思っていただければ、こちらは満足なので。オーナーは大人の対応をしている。しかし、自分の意見を否定されたのが気に入らなかったのか、マサヤはだんだんと怒り出した。お前、客に向かってその態度は何なんだ？責任者呼べよ。大事な客に舐めた態度取りやがって。責任者は私ですが、気分を悪くされてしまったのなら申し訳ありません。あんたがオーナー？なるほど。つまり所詮は、この店もこいつみたいなかっぱ巻きで十分の底辺が似合う店だったってことだな。俺のせいでこの店もバカにされてしまった。俺はカッとなって慌てて割って入った。その言い方は、この店の方に失礼だ。俺のことはバカにしてもいいけど、この店をバカにしたことを謝れ。うるせえ。誰に向かって口を聞いてるか分かってんのか？俺は大手電機メーカーの課長だぞ。切れ散らかすマサヤに、俺もオーナーも呆れて言葉が出ない。もういい。ここの店は底辺の場違いが来るような店だって、上司にも言って使わないようにするからな。マサヤはそう言って、俺とオーナーを交互に睨みつけた。その時、場違いは君の方じゃないのかな。君は漬物さえも食べる価値のない人間だよ。そう言ってやってきたのは兄貴だった。佐藤さん、どうしてここに？マサヤは兄貴を見て驚き、さっきの態度からは想像もできないほどペコペコと頭を下げる。兄貴、ごめん遅くなって。俺がそう言うと、マサヤは驚いた顔で俺と兄貴を交互に見た。兄貴？マサヤがすっとんきょうな声を上げる。兄弟だとここで初めて知ったようだ。まあ、佐藤なんてありふれた名字なので想像することもなかったのだろう。オーナーさん、お仕事中すみませんでした。兄貴の謝罪と一緒に俺もオーナーに頭を下げると、オーナーは空気を読んでくれたのか仕事に戻っていった。兄貴は冷静に言葉を発しているが、顔つきから相当怒っているのが感じ取れる。まさか佐藤さんにお会いできるなんて光栄です。
マサヤは何事もなかったかのようにそう言って兄貴の機嫌を取ろうとしてくる。その態度から前に兄貴がマサヤの話をしていたことを思い出した。取引先の人で俺たちと出身も同じで、俺と同い年の人がいると言っていた。その人がマサヤのことだったのだと気がつく。兄貴の工場でマサヤの会社の製品に使う精密部品をオーダーメイドで作っていると言っていた。マサヤの会社にとって兄貴の工場もその社長である兄貴も欠かせない存在なのだ。下手な芝居はいらない。君がお店のことを悪く言うような人間だったなんてがっかりだよ。兄貴は冷ややかな目をしながら低い声でマサヤに話しかける。しかしマサヤはその言葉を聞いて少しほっとしているようだった。店のことを悪く言っていることしか聞かれていないと思ったのだろう。マサヤは暗い顔をして少し悲しそうな顔をして演技を始める。僕も悪く言うつもりはなかったんです。でも、サトシ君とオーナーさんに場違いだって言われてしまって、ついカッとなってしまったんです。マサヤはそう言って、いかにも自分が被害者だというように話す。こんなことをお兄さんに言うのはどうかと思うんですが、昔から何かとサトシ君は僕の悪口を言ってきたりしてて。どんどん出てくるマサヤの嘘に、俺は怒りを通り越して呆れて笑えてきてしまうほどだ。どうやら兄貴も同じ気持ちらしく、ふっと鼻で笑い出す。今さらそんな嘘つかなくていいよ。そんな嘘じゃないんです。ご兄弟をかばいたくなる気持ちもわかりますが。嘘だと言われても、マサヤはそう言って自分を信じてもらえるように訴えかけている。そんなマサヤを見た兄貴はだんだんとまた顔をしかめていく。残念だけど、サトシと君の会話は最初から聞いていたよ。君がサトシのことを貧乏だってバカにしていた時からね。そう言われたマサヤは額に汗を浮かべて焦っているようだった。いや、それは。そういえば、小学校の頃からサトシのことをバカにしていた子がいたのを思い出したよ。彼だろ？そう言って問いかける兄貴に俺はうなずいた。小学校の頃から俺がバカにされているのを見つけると、いつも兄貴が助けてくれていた。それがここにいるマサヤだと気づいてしまったようだ。何を今さらそんな話。マサヤは全てがバレていることが分かり、開き直ったようにそう言った。その時、マサヤに慌てたように駆け寄ってきた男性がいた。すまんな、遅くなってしまって。どうしたんだ？どうやら揉めているのに気がついて慌てて駆け寄ってきたのはマサヤの上司のようだ。マサヤの上司は兄貴の姿に気づき、すごく驚いた顔をした。佐藤さん、お世話になっております。どうかされましたか？慌てて兄貴に状況を聞いている。ちょっと宮野くんのことでお話が。僕の弟やここのオーナーさんのことをバカにしたりして騒いでいたんです。するとマサヤの上司は目を見開いて驚き、慌ててマサヤに本当かと確かめた。マサヤは罰が悪そうな顔をした後、焦ったように否定をする。いや、違いますよ。小学校の同級生である弟さんに会って軽口を叩いていただけです。佐藤さんの勘違いです。軽口？あれは暴言です。僕はすべて聞いていたので。兄貴も上司にそう言って訴えかける。単なるじゃれ合いですよ。お兄さんだからかばってるんです。マサヤはここまで来たら兄貴のことを敵に回してでも上司を味方につけようと考えているのだろう。そういうマサヤを見た兄貴は呆れたようにスマホを取り出して上司の前に出し動画を再生し始める。それは先ほどの一部始終が録画された動画だった。スマホで撮影してたんです。どう聞いても暴言だと思いますが。マサヤの上司はスマホを見てどんどん顔が青ざめていく。本当に申し訳ございません。私の教育不足です。
マサヤの上司はそう言って勢いよく頭を下げ、俺と兄貴に謝罪をしてきた。なんでそんな。平謝りをする上司に、マサヤは納得がいっていないようでふてくされている。いい加減にしろ。お前は自分が何をしたのか分かってるのか？そんな、取引先の一つくらい失っても、うちは大手なんだから大丈夫ですよね。そこまで言われても、マサヤはまだそんなことを言っている。ふざけるな。誰であっても、こんな暴言を吐いて許されるわけない。それに佐藤さんの会社との取引がなくなったら、うちはおしまいだぞ。マサヤの上司は顔を真っ赤にして、マサヤをきつく叱る。佐藤さんの工場で作ってもらっている部品は、他の工場では作れないものなんだ。そんなことも分かってなかったのか。マサヤの上司は未だに事の重大さが分かっていないマサヤに少し呆れているようにも感じる。マサヤは少しずつ理解してきたようで、だんだんと顔が青ざめてゆく。それにここのお店はうちの社長の行きつけだ。もしこのことが社長に知られてしまったら。上司はそう言って遠い目をしていた。やっと本当にまずい状況だと理解できたマサヤが謝罪を始める。本当に申し訳ございませんでした。何も言わない俺と兄貴を見て土下座まで始めた。お願いします。許してください。マサヤはそう言って半泣きになっている。今日はすみませんが、失礼します。兄貴はそう上司に告げ、俺たちは土下座するマサヤを置いて店から立ち去った。後日、俺と兄貴は先日の高級寿司店にやってきた。俺は先日の出来事をしっかりとオーナーに謝罪したかったのだ。先日はお店の中で騒がせてしまって、本当に申し訳ございませんでした。するとオーナーは笑顔で俺に顔を上げてくれと言ってくれた。いえいえ、僕が自ら口を挟んだんです。佐藤さんは馬鹿にされているのが許せなくて。俺はその言葉に胸がジーンと熱くなる。俺が一生懸命他のみんなと作り上げたこの店に来られているだけでも幸せなことだったが、そこのオーナーにこんな風に言ってもらえることはもっと嬉しいことだ。念願の寿司を兄貴と食べられていることもすごく嬉しかった。兄貴もありがとう。取引先を失うかもしれないのに俺のことをかばってくれて。何言ってるんだよ。あんな暴言を吐く取引先に断られても何とも思わないよ。兄貴はそう言って笑ってくれた。あれからマサヤの上司や社長が直々に兄貴のもとへ謝罪に来たらしく、今も変わらず取引を続けているそうだ。マサヤは左遷となり、僻地の子会社へ出向になったそうだ。俺をバカにしたばっかりにこんなことにまでなってしまったのは少々かわいそうだとも思うが、兄貴にその必要はないと言われる。誰であってもあんな風に人をバカにしている人は信頼できないし、いくら頭が良くていい大学を出ていても一緒に仕事をしたいと思えないよ。その言葉に確かにそうだと思い、これを機に変わってくれればいいとも感じる。でも、あんなに昔からバカにされてて、よく真面目に生きてきたな。感心するよ。兄貴は笑いながら冗談っぽくそう言ってきた。俺は両親のことも尊敬しているし、二人みたいにしっかり働こうと思ってきただけだよ。そう言って笑って答える。それでも今回の一件で、この年になって真面目に頑張ってきてよかったとも思えた。しっかり真面目に取り組んでいれば、寿司屋のオーナーのようにしっかり見てくれている人もいるのだと気づく。俺は今の夢である信頼される社長になるためにも、この気持ちを忘れずに真面目に取り組もうと改めて決心する。社長から次期社長の要請を正式に受け、経営についての勉強も始めた。これからも両親のようにしっかり働き、そして社長や兄貴、オーナーのような人になりたいと思う。なんだか冴えない人ね。あんたの会社が成り立っているのは私の主人のおかげよ。感謝しなさいよ。
取引先の夫人だとわかり、俺は無礼のないよう挨拶を交わしたが、お酒も入っているのか暴言は止まらない。私が一言、主人に言えば、あなたの会社との取引は終了よ。そうしたらあなたの会社、大変なことになるわね。あまりにも失礼な夫人に堪忍袋の緒が切れた俺。取引をやめて大変になるのはどっちでしょうね。俺の言葉をせせら笑う夫人だったが、直後壇上に上がり挨拶をする俺を見て夫人は真っ青になり、そして集まった人たちからも冷たい視線を浴びせられることになったのだった。俺の名前は朝日裕二。俺は今年大手食品メーカーの社長に就任した。俺は早くに父を病気で亡くし、父親のことは記憶にないが、幼い頃の写真や母から聞く父親の話でその存在は姿なくとも天から見守っているような存在だった。母は昼は会社員として事務の仕事、そして夜はパートとして仕事をし、昼夜問わず働き俺を育ててくれたのだ。つつましくも母の懸命な愛情の中で育った俺は片親でも不自由なく育ち、学業や部活動にも専念することができた。女手一つで俺を育ててくれた母がいつも俺に言ってくれたことがあった。あなたはやりたいことをやりなさい。お母さんはあなたのためなら何でもできるのよ。いつも俺のことを一番に思ってくれている母だった。俺は父譲りの高身長を生かし、バレーボール部に入部し、高校では国体の代表に選ばれるほどの実力をつけた。選抜で選手に選ばれると、合宿や遠征などかなりのお金がかかったのだが、母はいつも快く行かせてくれた。ユージが頑張ってくれることがお母さんの励みなのよ。いつも笑って送り出してくれる上に、試合があるといつも応援に駆けつけてくれ、勝っては共に喜び、負けた日は共に次の勝利を目指し励ましてくれた。俺はそんな母のために厳しい練習にも耐え、部活動が終わった後も一人自主練に取り組んだ。母の喜ぶ顔が見たかったのだ。俺は高校を卒業すると母にこれ以上の苦労はかけられないと思い就職する道を選んだ。大学も特待制度で入学できたのだが、俺はすぐにでも働き母に楽をしてほしいと思っていたのだ。練習漬けの学生時代を過ごし、正直勉強のできる方ではなかったが、幸運なことに社会人バレーボールチームを所有した会社がこれまでの実績を認めてくれて、選手兼任として入社することができた。仕事をしながらバレーボール選手として活動できる満足できる就職先だった。俺が配属された部署は営業部で、営業成績でインセンティブの制度があったため、母に早く恩返しができるよう俺は必死で仕事にも励み、入社3年目には営業成績トップとなった。バレーボールの選手としても会社の業務態度とともに周囲からは評価してもらえた。妻ともバレーボールチームで出会った。妻はチームのマネージャーをしており、選手みんなを陰で支えてくれていた。練習しやすい環境を作り、試合に勝つため対戦相手の攻略法など入念に調べ、マネージャーとして役割を完璧に担う女性だった。そんなひたむきな努力をする彼女に俺は密かに恋心を抱いていたが、俺が働く社長令嬢ということもあり、高嶺の花といった印象だった。だが俺たちはチームを通して共に惹かれ合うようになり、いつしか結婚を意識するようになったのだ。彼女の父親である社長も母子家庭で裕福とは言えない育ちであることや、高卒という学歴なども気にせず、俺の今までの努力を見てくれており、結婚話はトントン拍子で進んでいった。公私ともに順調で、バレーボールでは常に好成績を残してきたのだが、30歳手前で選手生命に関わる怪我をし、引退することになってしまった。
今まで懸命に取り組んできたバレーボールをやめなければならない環境になった時はさすがに気落ちしたが、そんな時も妻は優しく支えてくれたのだ。それから今まで俺は妻と幸せな家庭を築いてきた。そして55歳になり、義父から社長就任を言い渡され、俺はこの大手食品会社の社長となった。父親がいない俺にとって義父は本当の父親のような存在だった。会社の仕組みや経営についても社長公認として丁寧に教えてくれていたので、社員や取引業者が案ずることなく会社を引き継ぐことができたのだ。今でも温かく見守ってくれている。そんな家族に支えられ仕事に励めている俺が今日は社長になって初めての親睦会だった。最優秀社員の表彰なんかも行うイベントで、取引先の会社の役職者やその家族も招待するのが恒例だ。俺は会社の代表として振る舞わなければいけないのだが、正直どうもこういう場が苦手である。社長なんだから堂々と偉そうにしてればいいのよ。そんなアドバイスをもらったが、残念ながら実行に移すことはできなかった。最低の挨拶回りを終えると、俺は早々に会場の一番奥の壁際に引っ込み、気持ちを落ち着かせるため、ホテルスタッフが準備してくれた水を飲んでいた。すると、一人の女性が近寄ってきた。シャンパンの入ったグラスを片手に持ち、少し酔っているようだ。あなた、こちらの会社の方？ニヤニヤしながら尋ねてきた。はい、いつもお世話になっております。俺は誰だかわからない女性に差し支えのない挨拶をした。なんだかこういう場所に慣れていないみたいね。ええ、どうも苦手でしてね。やっぱりね、慣れていないのが丸わかりよ。これから表彰される社員さんかしら？あなた、華やかな場所が全然似合わないわ。女性は嘲笑しながら続ける。というか、表彰されるほど優秀にも見えないわね。貧相で頼りないっていうか。あら、ごめんなさい。私、思ったことを素直に言ってしまうのよ。一方的に話しかけてくる失礼な女性を不快に思った。どちらの会社の方ですか？俺が尋ねると、その女性はツンと済ましていった。私ね、お宅の大切な取引先の会社で営業トップの久保田の妻よ。何でもこの会社が存続するのも私の夫の力なのよ。ご存知？久保田さんとは面識があった。久保田さんの奥様でしたか。存じ上げております。久保田さんにはいつもお世話になっております。俺はそれなりの挨拶をした。夫はね、会社で有望な優秀な社員でね、うちの会社との取引があなたの会社に恩恵をもたらしているのよ。あなたもうちの夫と同じくらいの年齢ね。でも無能そう。クスクス笑いながら言う。ねえ、お腹すいたわ。何か持ってきてくださる？貢献しているんだから、それ相応の対応できるわよね。とことん高圧的な態度をとってくる。俺はなんでここまで強気でいられるのか不思議でしかなかった。久保田さんのところは業務用のシステム開発を行っている会社だ。久保田さんの勧めでシステムを取り入れ、確かに利益は多少上がった。だが、もともとは導入実績を作りたいと打診され、久保田さんに頭を下げられ導入していた。そしてうちへの導入実績により、久保田さんの会社は信用を得て利益を上げていたはずだ。我が社は大手企業ということもあり、実績を上げるには有効的な会社だったのだ。久保田さんとは仕事を通していろいろと話をしていて、確かにとても優秀な人だ。だが、彼ほどの優秀な人でもミスするのだと、目の前の女性を妻に選んだことを残念に思い、同時に少し面白くなり、ふっと笑ってしまった。
ちょっと、何笑ってるのよ。俺の笑いを不快に思ったようだ。いえ、すみません。謝りながらそれでも笑ってしまった。その時、ピシャッと冷たい感覚が俺の首元から胸まで伝ってきた。あろうことか、久保田の妻は俺にシャンパンをかけたのだ。その一部始終に気づいたホテルスタッフは慌ててトーションを持って走ってきて、俺に手渡した。俺がスーツを拭いていると妻が駆け寄ってきた。あなた、どうしたの？なんで？妻も急いでバッグからハンカチを取り出し拭いてくれた。それを見た周りの人たちは騒然としていた。あなた、奥さん？妻に向かって笑いながら言う。妻は俺のスーツを拭くことに必死だ。聞こえてないの？旦那が旦那なら妻も妻ね。地味でみっともない。こんな華やかなパーティーに来るのに貧相で。うすら笑いを浮かべながら妻に言う。旦那が無能じゃろくな生活もできないでしょ？濡れネズミの男がお似合いよ。俺は妻を侮辱され、怒りがこみ上げてきたが我慢した。私がね、主人に一言言えば、ここの会社との取引はやめることになるのよ。そうしたらどうなるかしら。あなたたちの会社、大変なことになるわね。俺はここで自分の身分を明かそうと思ったが、後でわかることだ。代わりに冷静に告げてやった。奥様、私は表彰される社員ではありません。ですが、今から壇上で挨拶があるので失礼します。どうぞ、ご主人様にもこことの取引をやめるようお話しされても構いません。高圧的な態度に怒りが収まったわけではない。冴えないあなたが挨拶？楽しみだわ。俺にこれ以上言うことはない。行こう。奥さん、後で後悔することになりますよ。ただ、一言だけ言って俺は妻とその場を後にした。それからしばらくして司会者の社長の挨拶を促すアナウンスがあった。一斉に俺に参加者の視線が集まった。俺は壇上へと向かった。社長に就任してから初めての挨拶になる。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。この度、弊社社長に就任いたしました朝日と申します。大きな拍手に包まれた。まずは俺が社長となった会社の指針や決意表明を発表した。そして自分が育ってきた環境や尊敬する母のこと、そして献身的に支えてくれる妻の話をした。今の自分があるのは集まってくださった取引会社の方々、そして俺を身近で支えてくれた前社長の義父、母、妻に感謝の気持ちを述べる。妻をステージに上げると、さらに大きな拍手が会場内に響き渡った。そして最後に告げた。今日はびしょ濡れのスーツで申し訳ありません。つい先ほどハプニングがありまして、私の何が悪かったのかシャンパンをかけられてしまいました。会場内がざわついた。そのハプニングに気づいていた人たちは一斉に久保田さんの夫人を見た。そして少しずつ夫人の周りから集まっていた人たちが離れていった。一人ポツンと離れた人たちの輪の中心に真っ青になり騒然と立ち尽くす夫人の姿が見えた。私、そんなこと、何を？慌てふためく夫人は取り繕うのに必死な様子だ。私が緊張しまして少し会場の壁際にいたのですが、もっと積極的に真ん中にいなかったのが悪いのでしょうね。軽い冗談を言うが、会場は静まり返ったままだった。だが、一言言いたい。私が社員であろうが社長であろうが、人を見下すことや人を侮辱することは許しがたい。俺は少し厳しい口調でそう断罪すると、恥ずかしさのあまり会場の壁際によろよろと歩いていった。その後、最優秀社員の表彰を済ませ、
ささやかながらもパーティーの席は滞りなくお開きとなった。翌日、久保田さんが勤務する会社の伊藤社長が久保田さんと夫人を引き連れ訪ねてきた。伊藤社長と久保田さんは深々と頭を下げ謝罪する。本当に申し訳ありませんでした。社長就任後の初めての挨拶の場でとんでもないことを。本当に申し訳ありません。夫人は謝罪する社長と久保田さんを横目に少しふてくされているような印象だった。私の妻が社長様にシャンパンをかけるなんて本当に申し訳ありません。何度も何度も頭を下げる二人と違い、夫人は反省しているようには見えなかった。夫の会社の社長までもが付き添い来た謝罪の場で、俺の目を見ることもなく、しぶしぶと首だけ下げる夫人。会社同士の問題ではなく、この人の人間性の問題と怒る気にもなれず、俺はただ久保田さんが不憫で仕方なかった。それに、伊藤社長とは友好関係でシステムにも満足していた。一社員の妻の言動で取引をやめるのもどうかと思った。この一件で伊藤さんの社員の妻に人を見下す人間がいようがどうしようが俺には関係ない。俺は会社にとっていいものは取引を続けていこうと思う。ただ、久保田さんのことは心配だった。このようなことがあり、会社での立場で辛い思いをしているのではないか。俺も伊藤社長に今回の件は水に流したいという旨を伝えていた。結果、最低限の処分に落ち着いたと聞いた。そして翌年の親睦会に久保田さんも参加していた。社長、いつもお世話になっております。あれからいろいろとご配慮いただき、ありがとうございました。久保田さん、こちらこそ、いつもありがとうございます。久保田さんは前に比べ明るい表情をしていた。久保田さん、なんだか生き生きされていますね。そうですか？実はですね。久保田さんは1年前の親睦会からのことを話し始めた。1年前、朝日社長には、俺の元妻がとんでもないことをしてしまって、本当に申し訳ありませんでした。元妻？はい、恥ずかしながら離婚をいたしまして。頭をかきながら久保田さんは答えた。久保田さんは静かに話し始めた。夫人は専業主婦でありながら、家事や育児は家政婦にすべて任せ、毎日のように遊び歩いていたらしい。ある日、久保田さんが営業先を回っていると、夫人と若い男が繁華街に消えていく現場を目撃し、浮気が発覚したそうだ。それまでも家庭のことや1年前の一件からなんとなく離婚という2文字が頭にあったそうだが、子供のこともあり我慢を続けていたそうだ。だが子供のことも家事も全てを放り出し全て人任せ。挙句の果てには若い男と浮気。気の優しい久保田さんもついには堪忍袋の緒が切れ、母親らしいことも何もしない夫人といると子供の成長にも悪影響があると離婚に踏み出したそうだ。離婚の原因が浮気ということもあり、妻と浮気相手に慰謝料の請求もし、今は実家で子供とご両親と生活をしているという。俺はその話を聞き内心ほっとした。久保田さんは真面目で優しい性格の持ち主だ。あの日会った元夫人は人を見下し自分勝手な性格が見て取れた。人の不幸を楽しむわけではない。俺は久保田さんの話も聞き、久保田さんは正しい判断をしたと思ったのだ。最後まで久保田さんの話を聞いた俺は久保田さんに言った。久保田さん、1年前の一件で久保田さんと伊藤社長が必死に詫びるその横でふてくされている夫人のことは忘れもしない。俺はあの日のことを思い出しながら久保田さんの肩に手を置いた。子供のために我慢することも必要だが、そうじゃない場合もある。
その証拠に久保田さん、なんだか何かが吹っ切れたようなすがすがしい印象があります。すがすがしい？ええ、なんだかそんな印象です。実は私は母一人子一人片親で育ってきました。母が俺のために一生懸命に働き、俺を育ててくれました。俺は母がいつもバレーボールの試合で大きな声を上げ応援してくれている姿を思い出した。子供は親の背中を見て育ちます。俺は母には頭が上がらない。本当に感謝しているのです。そうですか。私もそんな親になれますかね。久保田さんが照れくさそうに笑う。なれますとも。久保田さんの誠実さや優しさはきっと子供さんにも伝わりますよ。そして子供さんの未来に素晴らしい出会いがありますよ。そんな話をしながら自分の人生を振り返った。母がひたすらに愛情を注ぎ育ててくれたこと、やめたいと思ったこともあったバレーボールも母の厳しくも優しい励ましで続けられた。そのおかげで妻と出会うことができ、そして俺には尊敬する父親ができ、今こうしてたくさんの社員を率いる立場となった。久保田さんの元夫人は今は浮気相手にも捨てられ、慰謝料のために借りたお金を返すため昼も夜も仕事をしているらしい。今まで久保田さんが稼いだお金で遊び回り、仕事という仕事もしたことがなく、かなり大変な思いをしているそうだ。だが同情の余地もない。自業自得の結果を招いたのだ。俺は母や妻はもちろん、社員やパートナー企業の人たちを命を懸けて守り抜こうと改めて心に誓った。こいつ、俺の同期なんだけどさ、なんと最終学歴が高卒なんだぜ。ウケるだろ。仕事関係者を招いての親睦会で、同僚が笑いを誘うように言う。相手は、大口取引先の社長列則。同僚の同級生で、共に有名大学出身のエリートだ。世の中の底辺にいる、みっともないやつだけど、召使いだと思って自由に使ってくれよ。なんともひどい紹介の仕方だ。同僚は普段から俺のことを底辺と呼ぶが、今度は召使いにされてしまった。俺はため息を押し殺して口元を引き締める。その時、俺のことを振り返り見た社長列則の友人が両眼を大きく見開き固まった。俺の名前は滝中光一。都内のビルにオフィスを構えている商社で営業の仕事をしている。中堅企業ではあるが、国内にとどまらず、海外企業との取引も活発な、なかなかにグローバルな会社である。そんな会社に俺が入社できたのは結構な幸運だったと思う。それというのも、俺の最終学歴は高卒なのだ。地元の公立高校を卒業後、自由に生活させてもらっていた。両親のことを俺が褒めるのは変だが、非常に理解のある、懐の深い人たちだと思う。そんな両親のおかげで、周囲が大学で勉学に励んでいる4年間、俺はやりたいことだけをやれていた。そして、同世代が大学を卒業し、就職するタイミングで、俺も就職したのだった。滝中くん、これ頼めるかな？はい、承知しました。よろしく頼むよ。部長から書類の束を受け取り、自分のデスクに戻る。すると、隣の席に座る同僚の大沢が、ニヤニヤと笑いながら俺を見た。はは、また仕事押し付けられてやんの。別に、押し付けられたわけじゃ。強がるなって、いつも名指しで呼ばれてるじゃん。そう言って、愉快そうに笑う。本当に俺がやるべき仕事を任されているだけなのだが、彼はそう思っていないらしい。まあ、そう思っているのならば、それでも構わないが、
それならそれで手伝ってやろうとは思わないのだろうか。まあ、思うわけないか。そんなことはとっくに理解している。底辺は大した仕事もできないからな。数こなしてなんぼだ。ってことで、これもよろしく。そう言って、俺のデスクに書類の束を移動させる。おい、これはお前の仕事。俺、営業回り行ってきます。大沢は大声で宣言すると、カバンを手に、さっさとオフィスを出て行ってしまった。その背中を見送り、ため息をつく。彼、大沢健太は、同じ営業で働く唯一の同期だ。だからこそ、仲良くしたいと考えていたのだが、その思いは、最初の挨拶で蹴散らされた。今時、高卒なんて低学歴、存在するんだ。どこの大学を卒業したのか聞かれたので、正直に答えたところ、大沢はそう言って爆笑した。なに ?4 年間もフラフラしてたんだ。別に、フラフラしてたってわけじゃ。大学では学べないことも、たくさん学べたと思うし。出ました。大学行ってないやつの言い訳。それって、自分を正当化しようとしてるだけじゃん？そこまで笑うことか。戸惑う俺をよそに、大沢は腹を抱えている。マジ、お前って底辺の人間だな。今日から名前は底辺に決定な。底辺？こうして、彼は俺のことを底辺と呼ぶようになった。かくいう大沢の学歴だが、名門と言われる大学を卒業している。それも、大学付属の中等部から所属している、まさに名門ボーイだ。そのこともあり、会社からの期待は大きいようで、1年目から大口取引先の担当についている。大沢もそのことを理解しているようで、上司の前では実に感じのいい好青年を演じている。もちろん、俺を底辺と呼ぶのは先輩や上司がいない時だけだ。こいつの本性を暴露してやろうかと考えたこともあるが、証明するための準備が面倒であるし、その労力が馬鹿らしいので諦めた。ただ、それでいい気にさせてしまったのか、最近は悪化している。自分はエリートだからといって、大して評価にならない。だけど、やらなければいけない、細々とした面倒な仕事を押し付けられるようになった。それに、後輩ができてからは、後輩にも俺を貶めるようなことを言っている。こいつ、低学歴の底辺だから、指示は無視した方がいいぞ。間違いだらけだからな。挨拶に来た新人に対し、そんなことを言い出した時は、本気で驚いたし、呆れもした。どう反応したらよいのかわからず、困っていた新人の表情を今でも覚えている。それから一番頭に来たのは、俺が指導係を任された新人がミスした時だ。なんでこんなこともできないんだよ。ああ、やっぱ底辺に教えられたやつは底辺になっちまうのか。かわいそうにな。底辺2号くん。おい、言い過ぎだろ。これくらいのミス、お前だってやってたじゃないか。さすがに、この時は我慢ならず、言い返して、口論になった。うっせえよ、底辺。底辺の菌を、これ以上広げないでくれよ。まるで、人を病原菌のように言う。その後、俺と大沢の言い争いは、しばらく続いたが、上司が近くにやってきたことで、大沢が手のひらを返し、新人に優しく指導を始めたことで収まったのだった。久しぶりに取引先を招いての親睦会を行うことになった。その日、営業部の面々が集められた朝礼で発表された。なんでも、営業部では恒例のイベントらしい。ここ最近は世間の自粛に合わせて開催を控えていたが、今年は数年ぶりに
復活されることになったとのこと。各社、担当者へ招待状を書くように。はい。入社して初めての親睦会に、俺は気合を入れて返事をした。それから大沢くん。朝礼が終わり、それぞれが自分の仕事に取り掛かる中、部長が大沢に声をかけた。隣の席の俺は、何の気なしに耳を澄ませる。うちの担当じゃないというのは分かってるんだがな、丸山社長の霊息を親睦会に招待できないだろうか。部長の問いに思わず顔を上げ、大沢を見やる。大沢はなんとも得意げな表情で部長に笑いかけていた。俺に任せてください。招待してみせます。おう、そうか。それはよかった。頼んだぞ。ほっとしたように嬉しげに笑って離れていく部長の背中を見送ると、大沢がにんまりと笑って俺を見た。俺の視線に気づいていたようだ。大沢の笑みが若干勘に触ったが、聞かずにはいられない。丸山社長の霊息って丸山ホールディングスの社長霊息のことだよな。おや、他に誰がいるってんだ。底辺はそんなこともわからないのか。いちいちバカにしないと気が済まないのか。むっとしながら質問を続ける。お前、随分と自信満々に請け負ってたが、大丈夫なのか？一度、先方に尋ねてから答えた方が。丸山ホールディングスは、日本でも有数の大企業で、うちにとっても大口の取引先である。それこそ、取引一つで経営に影響が出てしまうほどの相手だ。そして、王様がそこを担当している。1年目からの大抜擢だった。だから、あちらの担当者とはつながりがあるだろうが、当然、社長霊息は、うちのような中堅企業の担当ではない。あれだけの大企業だから、同じ会社に勤めている相手方の担当者だって、直接面識があるかどうかわからない。そんな相手の正体を二つ返事で請け負っていいのか。それが大丈夫なんだよ。心配する俺をよそに、大沢は椅子にふんぞり返って座った。高卒の低学歴の底辺には無理だろうけど、俺くらいになれば全然余裕なんだよね。何しろ俺、丸山社長の息子と同級生だから。え？そうだったのか？いやー、ずっと秘密にしてたんだけどね。ついにバレちゃったよ。白々しく、参ったなぁ、なんて言いながら頭をかく。社長霊息の進次郎とは中学以来のマブダチでさ、やっぱりエリートとエリートはつながるもんなんだよね。まあ、地元の公立高校を卒業するのがやっとの底辺じゃ、到底考えられない縁だよな。大沢は実に気持ちよさそうに話している。彼はこれまで学歴自慢を繰り返しておきながら、丸山社長の息子と友達ということは話していなかった。だが、今の彼の姿から、その理由がなんとなく想像できる。ここぞ、という時の自慢のために隠していたのだ。俺はまんまと彼の策にはまってしまったというわけだ。底辺じゃ招待できても、ニートの友達くらいかな。でも、そんなやつ呼んでも、会社の役には立たないか。ああ、そうだな。完全に調子に乗っている大沢に、俺は苦虫を噛みつぶしたような顔をして相槌を打つことしかできなかった。それから慌ただしく親睦会の準備が進められ、あっという間に当日を迎えた。一等地に立つ高級ホテルのフロアを貸し切って行われる。うちの会社にしては思い切ったものだ。上司の話では久しぶりということで会社も予算をつけてくれているらしかった。上役との会議が長引いてな、今向かってはいるが少し遅れてしまうかもしれん。
すまんな。わかりました。こちらで進めておきます。ああ、頼んだぞ。タクシーの車中にいるらしい部長との電話を切り、部長の到着が遅れるかもしれないことをみんなに告げる。すると、後輩たちが一様に不安げな顔をした。会場にはすでに招待客が多く集まっており、なかなかの賑わいを見せている。大丈夫だ。俺がいるんだから問題ねえよ。そんな中で大沢が嘘吹く。その自信がどこから来るのか謎だが、後輩の不安を煽られるよりはマシだった。とりあえず皆さんを席に案内してくれ。それからお水も出して。後輩たちと協力して招待客の対応をする。だが、その忙しくしている間も大沢は入り口近くに突っ立って何もしようとはしなかった。おい、お前も手伝って。何をしているんだと思い、声をかけた瞬間、大沢のスマホが鳴った。俺を無視してスマホを出た大沢は白い歯を見せてニヤニヤと笑いながら相手と何度かやりとりをして電話を切る。丸山ホールディングスの社長令息のご到着だ。おい、迎えに行くぞ。近くにいた後輩を捕まえて会場を出て行こうとする。あ、それなら俺も。はぁ？バカ言ってんじゃねえよ。底辺が出迎えちゃうちの品位が疑われちまう。お前は飲み物を用意してろ。俺をなじると大沢は足早に出迎えへ向かった。後輩が申し訳なさそうに俺に頭を下げ、急いで追いかけていく。俺はそれを見送るとため息を一つついて、それから気を取り直して招待客の対応に戻った。おい、あれって丸山ホールディングスの。ああ、間違いない。社長の一人息子だ。挨拶しておいた方がいいんじゃないか。しばらくして賑やかだった会場のざわめきが変わった。うちの社員だけでなく招待客の担当者までもが会場入り口に集まる。それだけで社長令息が到着したのだと分かった。俺は一度バックヤードに下がり飲み物を準備する。ピカピカに磨き上げられたグラスに水を注ぎ、ホテルスタッフに借り受けたステンレスのトレーに乗せて会場に戻る。社長令息は席に座り、隣にはここまで案内してきた大沢が陣取ってニヤニヤと笑っていた。なんとも下品な笑顔だと思う。というか、お前は客じゃないんだから座ってないで働けよ。そんなことを考えながら社長令息に歩み寄る。俺の場所からでは社長令息の表情はわからないが、背筋をピンと伸ばし姿勢よく座っている姿には気品のようなものが感じられた。どうぞ、お冷やをお持ちしました。横からそっとグラスを置く。すると社長令息は軽く頭を下げて礼を言ってくれた。一方、大沢といえば偉そうに胸を張り、俺の動作をじっと見ている。何やらチェックをされているようで嫌な視線だ。不愉快に思っていると、大沢は社長令息へ視線を移して口を開いた。すまねえな。水なんてつまんねえもん出して。気利かせてビールくらい持ってこいってんだよな。大沢が顔の前で両手を合わせ、拝むようにして謝罪する。なんともわざとらしい仕草だ。まだ誰にもお酒を提供していないこの状況で、到着したばかりの人間にビールを持ってくる方が変だろう。呆れて並行していると、大沢がさらに続けた。こいつ、俺の同期なんだけどさ、なんと最終学歴が高卒なんだぜ。ウケるだろう。世の中の底辺にいるみっともないやつだけど、召使いだと思って自由に使ってくれよ。底辺の次は召使いときたか。お前は俺のご主人様か。勝手なことを言う王様に胸の内で悪態をつきながら
社長霊則へ目を向ける。ちょうどその時、大沢から同期の紹介らしきものを受けた社長霊則も、俺の方へ眉根を寄せた顔を向けた。え？社長霊則が小さな声を漏らす。そんな彼に、俺はにっこりと笑って話しかけた。久しぶり、進次郎。元気にしてたか？光一、ここで働いてたのか？社長霊則、もとい、進次郎が驚いたような顔をした後、すぐに笑顔になって立ち上がる。なんで教えてくれなかったんだよ、水臭い。はは、ごめん。うちは、お前のところと違って、しがない一般企業だからな。わざわざ教えるまでもないと思ってな。それが水臭いって言うんだよ。くったくなく笑い合う。そんな俺たちを、大沢が、ほうけたように見ていた。その間の抜けた表情に、俺はほくそ笑んだ。ちょっと。遠慮がちに割って入ってくる。それに振り向いた進次郎は、笑顔から一転、眉をつり上げて、睨むような目つきで大沢を見た。お前、光一をみっともないとか、底辺とか言ったよな。いや、っていうか、進次郎は、こいつと知り合いなのか？ああ、そうだよ。いや、絶対誰かと間違えてるって。だってこいつは高卒で、大学にも行ってない底辺で。大沢が、引きつった笑みを浮かべて指摘する。だが、それは火に油を注いだだけだった。進次郎がさらに肩を怒らせる。また底辺って言ったな。いや、これは、人違いじゃないよ。だって光一は、俺のいとこなんだからな。いとこ？驚きのあまり、大沢が変な声を出した。それに、思わずくすりとしてしまう。近くにいた同僚たちも、進次郎の言葉を聞いて、目を丸くして、俺を見ていた。今日まで誰にも話していなかったので、なかなかに衝撃的だったようだ。別に秘密にしていたつもりはない。ただ単に言う必要がなかっただけだ。いとこといっても血縁関係があるだけで、俺自身は丸山ホールディングスと関係があるわけではない。変な期待をされたくなかったというのもあった。お前、いつもそうやってバカにしてるのか？それは、進次郎に問いただされ、大沢が青い顔をして言いよどむ。それを見て、代わりに俺が答えてやることにした。そうだよ。俺のこと、名前で呼ばずに、底辺って呼んでる。お前。大沢が慌てて俺を止めようとしたが、俺と大沢の間には進次郎がいる。手出しができない隙に続けた。名門大卒ってことを鼻にかけて言いたい放題さ。話を聞いた進次郎が呆れたようにため息をつき、冷たい眼差しを大沢に向けた。確かに、うちの大学はレベルが高くて、勉学に励んでいる人が多かったけど、大沢は中学からエレベーターで上がってただけじゃん。そんなことは、ないって言うのか？お前、周りが資格取得や部活を頑張っている間、何してた？親から小遣いもらって遊んでたよな。進級試験だって付属生ってことで特別に追試やらせてもらって、それでなんとかなってただけだろ。学生時代の暴露話に、大沢は罰が悪そうに口をへの字に曲げる。そんな大沢にため息が出た。なんだよ、人のこと散々バカにしてたくせに、自分も勉強してなかったのかよ。うるさい。お前に言われたくねえよ。進次郎の言葉に気をされながらも、それでも俺には噛みついてきた。お前が高卒で、大学も行かずにフラフラしてたのは事実だろうが、学歴は俺の方が上なんだよ。ここが親睦会の会場で、同僚や招待客の目があることも忘れて、顔を真っ赤にして吠える。
俺以外の前で見せていた好青年の姿は見る影もない。だが、そこまでして行った反論も、進次郎のため息混じりの言葉に跳ね返される。確かに、高一は高卒だ。だけど、ふらふらしてたわけじゃない。夢を追いかけてたんだ。夢？なんだよ、夢って。プロダンサーになるって夢さ。そう言って、進次郎が俺を見る。明かされてしまったかつての夢に、俺は照れくさくなって頬をかいた。まあ、結局は夢破れちゃったんだけどな。それでもすごいと俺は思うよ。夢を叶えるために単身渡米して4年も暮らしてたんだから。無鉄砲だっただけだよ。苦笑いで答える。俺が通っていた幼稚園では年に一度芸術鑑賞会というものが行われていた。歌であったり劇であったり、様々な人を幼稚園に招いて実際にパフォーマンスを見せてもらうのだ。そこで初めてプロダンサーのダンスを生で見た。そのかっこよさと迫力に一発で魅了されてしまった。そこから親に頼んでダンススクールに通わせてもらい、小中高とそのすべてをダンスに捧げた。俺の青春はダンス一色だった。そして高校3年生の時、周りが大学受験に挑む中、俺は一大決心した。プロのダンサーになるため、本場であるアメリカに行くことを決めたのだ。両親にそのことを打ち明けると、不安そうな顔をされたが、決して反対されることはなかった。俺がぶつけた思いの丈を最後には受け止めてくれて、笑顔で送り出してくれたのだった。そして俺は4年という期限を決めて渡米した。ダンサーと食べていける人間なんて一握りだと分かっていたし、気持ちよく送り出してくれた両親をいつまでも心配させたくないと思ったからだ。俺はダンススクールの講師の紹介でアメリカのダンスグループに所属し、日々の生活費を稼ぐためピザ屋でバイトをしながらプロのダンサーを目指して練習に明け暮れた。結局4年間でプロのダンサーになることはできなかったわけだが、アメリカでの生活はかけがえのない経験となったと思っている。だから大沢に底辺と罵られようがくじけないし、進次郎にすごいと言ってもらえて本当に嬉しい。学歴なんてその人の一部でしかないのに、それだけで判断して見下すなんて最低だな。進次郎の軽蔑を隠そうともしない眼差しに大沢は顔面蒼白になった。ごめんって、お前のいとこだって知らなかったから許してくれよ。お前に見捨てられたら。何？困る？そうだよね。この会社にだって丸山ホールディングスの後ろ盾で入ったんだもんね。え？そうなのか？進次郎の暴露に今度は同僚だけでなく俺も驚いた。ずっとフラフラしてたせいで就活がうまくいかなかったんだ。けど我慢の限界に達してた親に就職しないと感動するって言われて、それで俺に泣きついてきたんだよ。大沢はうつむいて黙り込んでいる。どうやら本当のことらしい。なんとなく引っかかっていたことに合点がいった。大沢が1年目から丸山ホールディングスという大企業の担当に抜擢され、部長が進次郎の同級生と知っていた理由はこれだったのだ。うつむく彼を見やり、進次郎が大きく息をついた。中学からの付き合いだから父さんに頼んで推薦状を書いてもらったけど、間違ってたみたいだ。進次郎が後悔の念を口にしたところで、会場の出入り口のドアが開いた。いや、遅くなってすまんな。遅れて到着した部長が満面の笑みを浮かべて入ってきたが、会場の異様な雰囲気を察したらしく、怪訝な顔で固まった。これはどういうことだね。お疲れ様です、部長。
これは、注目を集めている俺たちの元へ歩み寄り、部長が首をかしげる。俺が言いよどむと、進次郎が一歩前に出て、部長と向かい合った。初めてお目にかかります、丸山ホールディングスの丸山進次郎です。私から説明させていただきます。あ、丸山社長のご令息でしたか。はじめまして。よろしくお願いいたします。突然名乗りを上げた進次郎に、部長が慌てて頭を下げた。それから進次郎が、これまでのことをすべて語って聞かせる。部長は、俺が丸山社長の親族だとして驚き、大沢の悪行を聞かされて顔を赤くした。なんということを。部長が険しい表情で大沢を見やる。君がそんな人間だとは知らなかったよ。いや、違うんです、部長。これはこいつが嘘を言ってて、それでいとこの進次郎が信じてしまって。大沢は顔色を失いながらも、なおも抗おうとした。その往生際の悪さには嫌悪感しかない。滝中先輩や丸山さんが言っていることは本当です。しかも最後の悪あがきは思わぬところからの刺客によって打ち砕かれた。俺が指導係を務め、大沢に底辺2号と馬鹿にされた後輩だった。後輩が見聞きしたことや自分の体験談を暴露したことで、大沢は立つ瀬がなくなった。後輩の話を聞き終えた部長が難しい顔で大沢を見る。君は滝中くんがどんな仕事をしているか知っているか？大沢は黙っていて答えない。隣に座っているのに俺の仕事も理解していないようだった。彼には海外企業を担当してもらっているのだよ。え？本場で身につけた語学力を我が社のために遺憾なく発揮してくれている貴重な戦力だ。部長、ありがとうございます。俺は深く頭を下げた。プロダンサーになるという夢を叶えられず、帰国した俺はアメリカでの経験を生かした仕事に就こうと考えた。その中で出会ったのが現在の会社だ。英語が堪能だった社員が退職してしまったということで拾ってもらえたのだ。部長に名指しで渡されていた仕事も海外からの案件だったのだが、ここまで高く評価されているとは思ってもいなかったので、部長の言葉が本当に嬉しい。頭を上げてくれ、私の方こそしっかり部下のことは見れていなかった。すまなかったな。部長は俺に謝罪をすると再び大沢を見た。大沢くん、君とはじっくり話をする必要があるようだ。だが今日は親睦会。とりあえず君は帰りなさい。しかし、帰りなさい。有無を言わさぬ口調に大沢は小さくなって会場を出て行った。その後、部長がステージに上がり、騒がせたことを謝罪して親睦会がスタートした。はじめは何とも言えぬ微妙な空気でなかなか盛り上がらなかったが、次第に和んでいった。進次郎が自らステージに上がり、リップサービスで笑いを誘ってくれたのもありがたかった。同じ年なのに、さすがは大企業の社長令息だと思う。父親に付き合って幼い頃からこういった場に出ていたそうだが、並大抵の人では無理だ。さらに、丸山ホールディングスの社長の甥ということがバレたことで、俺の元にまで挨拶に来る人がいて、余計に忙しい親睦会となったのだった。そんな親睦会から一月が過ぎた頃、大沢が自主退職した。同僚に対する不適切な行動により、厳重注意と減給処分を受けた彼だったが、それ以上に職場の雰囲気に耐えられなくなったことが原因のようだった。親睦会で本性をさらけ出し、みっともない過去を暴かれた大沢は、同僚たちから白い目で見られていた。丸山ホールディングスの担当からも外され、
これまで社長霊則の友人という立場のおかげで重宝されていた存在意義も、進次郎に見捨てられたことに加え、社長のおいで霊則のいとこという俺の影響で意味のないものになった。結果、会社に居場所を失って辞めたのだ。その後の大沢といえば、実家に帰ることもできず、再就職もうまくいかず、かなり苦労しているようだ。とにかく、家賃の安いボロアパートに引っ越し、日雇いバイトで食いつないでいるらしい。なぜそんなことを俺が知っているのかというと、すべて進次郎から聞いた。退職した後、また進次郎に泣きついてきたそうだ。当然、進次郎はそんな大沢を突っぱねたらしい。なんでうちの担当にならなかったのさ。なんでって、そりゃそうだろ。やりにくいじゃん。首をかしげる進次郎に苦笑混じりに答える。大沢が担当を外された後、俺は丸山ホールディングスの担当を任せたいと声をかけられたが断った。会社側が何を期待しているのかは分かっていた。だが、俺には親族として何かする気はなかったので、きっとその期待には応えられないと思ったのだ。そのことを進次郎に話すと、彼は口を尖らせた。俺は一緒に仕事したかったのにな。はは、悪いな。けど、俺は今の自分の仕事にやりがいを感じてるから。夢を追いかけた時間が決して無駄ではなかったと証明してくれている。だから俺にとって今任せられている仕事は会社が思っている以上に大切だった。ならいいけど、力が必要になった時は助けてくれよ。俺にはお前ともっと大きなことをしたいって夢があるんだから。丸山ホールディングスの社長霊則の大きい夢か。なんだか規模がでかそうで怖いけど、わかった。その時が来たらな。俺たちは笑い合って互いの拳をコツンとぶつけて約束する。これでますます気を抜けなくなった。いつかその約束の日が来た時、いとこに見捨てられてしまわないよう、これからもしっかり堅実に努力を惜しまず仕事に励もうと思う。